おはようございます。本日8日目、外は昨日に続き晴れていて気持ちのいい朝です。今日も一日中晴れの予報となっております。雨の心配がないのは嬉しいです。さて、本日の予定ですが、ここ見附宿からスタートし、浜松宿、舞坂宿を経由し、新井宿をゴールする予定です。ホテルを出て目の前の交差点を西方面に進むと東海道になるのですが、一旦目と鼻の先となる岩田駅方面に向かいます。まだ早朝だからか駅へと行き来する人通りは少ないように見えます。この岩田駅の駅前広場には善道寺の大楠が生えています。この大楠を見てみたかったので少しだけ寄り道しました。目の前には木の幹が太く大きな木の枝に目いっぱいの葉をつけた大楠があります。どうでしょうか、この木の幅は左の岩田駅の横幅より大きいのではないでしょうか。思っていた以上に迫力がありました。樹齢は約700年と推定されているそうです。そしてこの大楠は以前この場所にあった善道寺の境内に生えていたものだそうです。善道寺は東大久保に移転しています。県の天然記念物にも指定されているそうです。なぜか動画を撮り忘れていました。悔やまれます。それでは元のルートに戻ります。さて、岩田駅前から伸びてきていた旧東海道も県道と合流し、その先へと進みます。見附宿の地名の由来の一つに、最初に富士山が見えたことに由来するとの説があります。これは京都から江戸へ下る途中で初めて富士山が見えたことに由来すると言われています。でもこれについては白須賀宿近くの塩見坂でも眺められると言いますし、歌川広重の舞坂にも富士山が描かれていたりするので、違う説なのかなと思ったりしてしまいます。見附宿から旧東海道を西に進んで天竜川まで来たところに長森立場跡があります。この立場跡では赤切れや切り傷に効いたとされる公薬長森公薬が街道を通る旅人たちの土産品として人気だったそうです。公薬を作っていた山田家には江戸時代に作られた看板が残っています。高さ 140cm、 幅 73cm の大看板です。そして天竜川を越えるための池田の渡しにはこの立場跡から北に進路を取ります。旧東海道は県道261号線、県道413号線から国道1号線に変わる2本の道路を越えていきます。県道413号線側にかかる歩道橋から天竜川方面を見ると、奥の方に天竜川橋の水色のトラス橋が見えます。後ほどその橋を眺めながら天竜川を渡ります。そしてここからさらに1キロほど北上したところにあるのが天竜川を渡るための場所であった池田の渡りとなります。現在この場所には池田の渡し歴史風景館と石碑が建っています。ここは東海道の池田の渡しで上の渡り場となります。天竜川は大井川と違い水深が深かったため船を使用した渡しとなっていたそうです。池田は古くから天竜川の重要な渡船場として栄え、特に徳川家康によって渡船の運営権が保障されてからは江戸時代を通じて東西交通の要所として地域の経済や文化の交流拠点となりました。家康は1572年元亀3年に武田信玄に追われた際、池田の船方にかくまわれ対岸へ逃れることができた恩義から渡船に対し年貢や租税の免除船頭への特権的保護を与えました。その後1874年明治7年に天竜橋船橋が完成し、1876年明治9年に木橋に改修されたことで池田渡船は廃止されました。池田橋はその7年後の1883年明治16年に架けられ、1933年昭和8年に撤去されています。そしてその跡地に池田橋の跡の石碑が建てられています。歴史風景館から少し下流の場所に渡船場跡があります。池田の渡しには船場が3カ所あります。この石碑がある場所はそのうちの1カ所となります。渡船場を後にし浜松宿に向かうため天竜川を渡ります。今私が歩いている橋は1965年昭和40年に完成された新天竜川橋となります。2008年までの間に拡張が行われ、今は上下線を合わせた計8車線の橋となっています。隣に見える天竜川橋は国道1号線として1933年昭和8年に架けられた全長 919.5 メートルのワーレントラス橋となります。道路橋としては日本で3番目に長いトラス橋であり、橋台の取り付け護岸は仮設当時のままの石積みが残っています。天竜川橋は
1967昭和42年まで国道1号線として東西交通を支え、1965年に架けられた新天竜川橋が国道1号線の橋となります。その後天竜川橋は県道261号岩田細江線として現在でも多くの人に利用されています。天竜川はこうして見ると歩いて渡れそうにも見えますが、現代では上流にダムができているためで、ダムができる前は広重の見附、天竜川図のように水量がありました。袋井宿は宿場数の真ん中でしたが、ここ中之間は距離が江戸と京都の真ん中になるそうです。他の場所などでもいろんな真ん中があったりするのでしょうか。そしてこの右手に見える立派なお屋敷ですが、これは金原明前王政家記念館となります。金原明前は江戸から大正時代の実業家です。天竜川の治水事業、北海道の開拓、植林事業など近代日本の発展に活躍した人物となります。法務省のホームページには厚生保護思想の源流として金原明前氏の名前が記載されています。また同ホームページに金原明前は実業家として天竜川の治山・治水などの公共事業家として、また教育者として、そして厚生保護事業の創始者として人生を生きた人ですとも記載されており、多分野にわたり公共のために尽力された実業家となります。国道1号線を通過したあたりから松の木が植えられています。ここからは松並木があったそうです。現在は道路の拡幅、沿線の開発などの事情で松並木は減少しているそうです。道路標識には浜松市街まであと5キロとなっています。これだけ旧東海道を歩いてきていると5キロはすぐ近くに感じてしまいます。見附宿は古くから遠江美濃国の中心として栄え、東海道の中でも歴史と風格を感じさせる宿場町でした。ここから先は浜松宿となります。右下を見ると外木戸東門跡と手書きされた杭が打ち込まれています。ここが江戸川の見附となるようです。このように杭は橋の目の前に打たれています。そして目の前にある馬込橋を渡ると浜松宿に入ります。浜松宿は現在の静岡県浜松市に位置し、日本橋から約255キロ離れた29番目の宿場町となります。浜松宿は徳川家康が築城した浜松城の城下町であり、東海道最大規模の宿として栄えました。近代は工業都市として発展しましたが、戦時中に激しい空襲に遭ってしまいます。このために本陣や考察場の跡が案内板に残っている程度で、球体はほとんどとどめていません。旧東海道の道幅としては車がすれ違うのがやっとなくらいの道幅を想像しますが、現在は片側2車線でこれだけの道幅のある道路に歩道もこんなに広い道となっています。この歩道くらいの幅が旧東海道の道幅くらいと言ってもいい気がします。前方右上方面に道路標識が見えてきました。この先の板谷町交差点を左に曲がると浜松駅とのことです。目の前の交差点は連雀交差点です。この交差点をまっすぐ進むと姫街道が始まります。そして旧東海道はこの交差点を左に曲がります。今回は浜松城に立ち寄るため右に曲がります。浜松城の南に位置する南広場から浜松城に向かいます。目の前の石垣の上に浜松城が少し見えています。浜松城は自然石をそのまま積み上げた野面積みの石垣が有名です。1570年元亀元年、家康は武田氏討伐の拠点として浜松城を築城し、17年間ここで過ごします。その後家康が駿府城に移った後は譜代大名が代々城主を任され、幕府の要職に次々と登用されたことから出世城と名前がついたそうです。野面積みの石垣を横に見ながら階段を上がると天守門が見えてきます。この天守門は2014年平成26年に復元されました。そしてこの天守門をくぐり抜けると目の前には天守閣が現れます。現在の天守閣は1958年昭和33年に復興されたものとなります。浜松城の石垣は見るからに荒々しく、外観は粗雑で一見崩れやすそうに思えますが、400年の風雪に耐え今なお当時の面影を残しています。その石垣は野面石を使い接合部をほとんど加工なく積む野面積みという方式となります。各段の積み方は布積みと呼ばれる石材を一段ずつ横に並べて据えながら積み上げ、布の横糸が通ったように積む技法が採用されています。それでは再度東海道を京に向けて進みます。浜松城を背にして東海道を南下していきます。
そしてこの通りには高札場跡と本陣跡があります。本陣は6軒あり、東海道の宿場で6軒もあったのは箱根宿と浜松宿のみとのことですので、浜松宿が大きな宿場だったことが分かります。そして浜松といえばうなぎなのですが、浜松市内を11時前に通過してしまったので食べられませんでした。ほとんどのお店が11時からの開店みたいでした。そして次に餃子も有名なので、舞坂に向かう途中で人気のある餃子屋さんがあったので向かいます。昼の時間帯と重なってしまい激混みしていて入れませんでした。時間をずらしてから再度訪問すると今度は空いていたので、定食セットのライス並みで餃子の中15個を注文していただきました。訪問したお店は餃子木彫りです。舞坂宿が近づくと街道は突然松並木の風景へと変わります。この並木道は約700メートルあり、その階におよそ330本の松が並んでいるそうです。歩道を歩くことにはなりますが、視界に入ってくる景色に癒されます。松並木を抜けた先には松並木公園が整備されており、休憩ができます。トイレ設備もあって旅人にとっては助かります。松並木を抜けると舞坂宿の出入り口となる見附となります。この東見附には石垣が残されています。撮影した時はこの左側の石垣しか見えていなかったのですが、映像を見ると右側にもしっかりと石垣があったのですね。見附とはもともと見張りの番兵を置いた軍事施設で、江戸城では外堀に沿って多数の見附が配置されていました。宿場の入り口にも見附がありました。江戸側にあるものを江戸見附、京側にあるものを上方見附と呼びます。舞坂宿は現在の静岡県浜松市側に位置し、日本橋から約266キロ離れた30番目の宿場町となります。1498年明応7年の大地震と津波により浜名湖と遠州灘がつながり、湖の出口が決壊して新たにできた場所を今切れと呼びます。以後旅人は舞坂からこの今切りを船で渡るようになりました。舞坂宿は小規模な宿場でしたが、今切れの東側に位置していたことから交通の要衝として重要視されていました。またここはしらす漁発祥の地とも言われています。舞坂宿を歩き海が見えてきたところで脇本陣が見えてきます。舞坂宿での本陣は2軒、脇本陣は1軒だったようです。この舞坂宿の脇本陣は旧東海道宿駅の中では唯一の脇本陣遺構として貴重な建物となっています。1838年天保9年に建てられたもので、これを修復して公開されています。脇本陣からすぐのところに今切の私の渡船場があります。本雁木、南雁木、北雁木の3カ所に分かれています。渡船場のことを雁木と言っています。雁木とは階段状となっている船着き場のことを言い、本来は雁木と読みますが、舞坂では雁下と呼んでいます。本雁木は一般庶民用、南雁木は荷物輸送用、北雁木は大名や幕府役人などの身分の高い人用となります。目の前に見えるのは本雁木跡となり、その先に一般庶民用の船着き場がありました。今はこのような港となっています。そしてこちらは北雁木で大名などが利用したところです。石畳がこのように街道から水際まで敷き詰められています。現代は新井宿までの間には橋がかかっているので、そこを通っていきます。湖の中に鳥居がポツンと立っています。鳥居の形をした弁天島観光シンボルタワーとのことです。1973年昭和48年に舞坂島観光協会が建設しました。夕日の絶景スポットとして有名な場所となります。中浜名橋を渡るところで右側の鉄橋に東海道線の上り電車がちょうど走ってきました。ほとんどが浜松行きみたいですが、中には三島駅まで行くのもあるのですね。そして次は新幹線の上りが来ました。さすが新幹線です。車両編成が長いです。東海道本線よりも多く走っています。これに乗ったらあっという間に東京駅に連れ戻されちゃうのですね。弁天橋から新井町駅までは国道と東海道本線、東海道新幹線は並行しているため、電車と新幹線が通過する姿をこのように見ることができます。徒歩だといつでも歩みを止めて眺めることができるからいいものです。そしてこの通りは歩道もしっかりと確保されていて歩きやすいです。ようやく新井町駅まで来ることができました。本日のゴールである新井宿はもう目の前です。
舞坂宿は小さな港町ながらも今切れの私を抱える歴史と風情に満ちた宿場町でした。次は新井宿となります。新井宿は現在の静岡県湖西市に位置し、日本橋から約270キロ離れた31番目の宿場町となります。新井宿はもともとは今切れ口の近くにありましたが、今の場所に移るまでに天災で2度移転をしています。最終的には1707年宝永4年の大地震の後、現在の場所へと移されました。新井宿は東海道の要衝の一つとされ、ここには新井関所が設けられていました。新井関所は正式には今切れ関所と呼ばれ、1600年慶長5年に徳川家康によって設置されました。新井関所について最初に見えるここは渡船場の護岸となります。現代は丈夫な橋が建てられているので、そこを歩いて渡ってこれますが、当時のこっち側は浜名湖なので舞坂から船で渡ってきていたのですよね。当時は簡単に行き来できない苦労があったのですよね。江戸時代、新井と対岸の舞坂を結ぶ今切れ渡船の渡船場です。渡船場は長さが74メートルありましたが、現在は国道より南側は住宅地となっています。護岸には波よけのための杭が打ち込まれていました。平成14年2002年には渡船場護岸整備が行われています。江戸幕府は全国に53カ所の関所を設け、入り鉄砲にて温暖の取り締まりを徹底しました。中でも新井関所は約100年間にわたり幕府の直轄地とされ、厳重な警備体制が敷かれていました。特にこの関所では江戸に向かう入り女に対しても手形が必要とされ、不備があれば通行を許されませんでした。日本で唯一現存する関所で国指定特別史跡に指定されています。渡船場の石垣、護岸、土塁柵、小札場、大御門は復元されたものとなっています。柵の横を歩き、目の前に見えてきたのは新井関所の入り口となる大御門が復元されています。こちらからだと新井関所の出口であり、新井宿への入り口ということでしょうか。大御門は高さ 5.8 メートル、幅 4.6 メートルの高麗門形式の門で、外観が黒く塗られており威圧感があります。大御門は明け六つ午前6時に開かれ、暮れ六つ午後6時に閉められていました。堂々とした立ち姿は迫力があります。そして振り返った奥に見える建物は関所の中心にある建物で免番所となります。通行人の取り調べを行ったところとなります。免番所は1854年に地震で倒壊した建物を1858年に再建したものが現在に残されています。約100年の間幕府直轄であったため、免番所には徳川家の葵の御紋が掲げられています。免番所は当時の関所の建物が日本で唯一残されている貴重なもので、新井関所の一番の見どころです。大御門をくぐると右手に復元された高札場があります。ここには宿高札と裏高札が設置されています。宿場に関する法令などを掲示した宿高札と海戦に関する法令を掲示した裏高札があったそうです。手前の6枚の定め書きが宿高札、奥の2枚の定め書きが裏高札となります。関所を背にして歩くと左手には旅籠紀ノ国屋資料館があります。旅籠紀ノ国屋は紀州出身の店主が茶屋から始めて紀州藩の御用宿を務めるまでになった宿最大規模の旅籠となります。渡し船の手配や関所などとの交渉を担当したため船戸宿とも言われました。建物は明治初めの再建されていますが、随所に江戸期の建築様式を色濃く残しています。現在は平成13年2001に解体修理を行い、当時の風情を体感できる施設として公開しており、市指定有形文化財にもなっています。そして目の前の道は T 字路となっている交差点があります。泉町交差点です。この交差点周辺に3軒の本陣があったようです。1軒目はこの交差点の右手前です。説明板などはありません。2軒目は目の前に見える建物となります。信号を渡って近づくと石碑と説明板があります。そして3軒目はこの建物の左側にあったようです。空き地のようになっていて石碑と説明板があります。本日はここ新井宿までとなります。今日の宿泊先は隣駅の鷲津駅で取れたので、ホテルに向かうため新井町駅まで戻ります。近めの場所で予約が取れて助かりました。本日宿泊するホテルは駅前にある呉竹院浜名湖となります。おはようございます。本日9日目、
外は昨日に続いて快晴の気持ちのいい朝となっています。今日も一日中晴れの予報となっております。さて本日の予定ですが、ここ新井宿からスタートし、白須賀宿、二川宿、吉田宿、五湯宿、赤坂宿を経由し、愛野宿、元宿をゴールとする予定です。今回宿泊させていただいた呉竹院浜名港です。後ろを振り向くと駅が目の前です。昨日の終了地点である新井町駅まで電車で移動します。車窓から新井関所跡が見えました。朝早いのに電車の中は学生さんが多かったです。隣駅なので電車に乗っている時間も短く済みます。昨日と同様に最初に見えてくるのは渡船場の護岸となります。ここから昨日は国道側を歩きましたが、電車からこの新井関所跡を見た時に線路側に道が見えたので、今日はそちら側を歩いてみます。柵越しに免番所が見えます。この柵と免番所の建物までは思った以上に距離がありました。柵のない部分から見ると敷地が広く感じます。右側に見えている黒い建物は女改めの長屋となります。関所を通過する女性を改める改め女とその家族の住居だったそうです。2家族が居住していて、交代制で関所に勤務していたそうです。昨日ゴールとした本陣跡のある泉町交差点までひたすら歩きます。旅籠の紀ノ国屋も左手に通過します。旧東海道はこの目の前の泉町交差点を左に曲がり進んでいきます。そして泉町交差点から10分ほど歩いてきたところの交差点を右折します。案内板などは見当たらないのでスマホの地図を頼りに曲がります。右折してから100メートルもしない場所に棒花跡があります。棒花とはカゴの棒先の意味があります。大名行列が宿場へ入るときに仕切り直して格好よく入場するために、この場所で先頭棒先を整えたので棒花と呼ぶようになったとも言われています。今はこの場所にたい焼き屋さんが店を構えています。先に進みます。白須賀宿に向かう途中には車道と歩道の間に松が植えられ、松並木となっています。現代でも少し物寂しく交通量も少ない穏やかな道にも思えますが、当時はこの辺りを行き交う人々の量や景色などはどのように映ったのでしょうか。この通りの左側は開けていて、遠くの建物がよく見えます。いつしか松並木も終えて住宅が道の両脇に立っています。まるで宿場を歩いている気分になります。この歩いている道路も旧東海道らしい道幅になっています。ここはどうやら旧白須賀宿のようです。1707年の宝永地震と津波で元の宿場は流され、現在の場所に移転したそうです。歩道が心もとないですが、交通量が少ないのは救いです。そして一瞬ですが、右下に考察バートと一律カートがありました。気がつきませんでした。日本橋から70里目になります。一律カートからすぐのところに内宮神明神社があります。そして何やら神社の壁の上で動く影が2つあります。あれは猿ですね。2匹いますが、日向ぼっこでもしているのでしょうか。普段からここにいるような雰囲気を醸し出しています。この2匹の猿は仲が良さそうです。喧嘩しているようには見えなく、芝生の上でじゃれ合って仲良く遊んでいるように見えます。可愛らしくほのぼのとした光景です。この猿たちは神社の敷地内でしばらくじゃれて、その後どこかに行きました。そしてこの神社のお隣には立派な長屋門を持った建物が建っています。この神社の宮司さんを代々お務めされた家とのことです。潮見坂の入り口が見えてきました。ここを右折して北に進路を変更します。細長い道の奥には傾斜となり上り坂になっているのが目に見えます。潮見坂は約500メートルほどの距離となりますが、急坂となっていて体力は使います。潮見坂は東海道屈指の景勝地として数々の紀行文などにその風景が記されています。浮世絵師の歌川広重も遠州灘を背景にその一帯風景を鮮やかに描いています。京から江戸への道程では初めて富士山を見ることができた場所といいます。今日は天気がよく快晴となっているので、この坂を登った途中で振り返った景色は言わずとも絶景のはずです。振り返ってみた景色は絶景というほどでもありませんでしたが、今日から来た旅人はここで目の前の海を見て感動はしそうです。そして潮見坂を登りきって、ここからすぐのところにある潮見坂公園は明治天皇が東京に行幸する際に初めて太平洋をご覧になった場所となります。
公園とはなっていますが、少しのスペースと奥まったところに数人腰掛けられる腰掛けがある程度です。ただこの公園は家の近くにあったら天気の日には毎日足を運びたくなるような場所です。東東未発景の一つ、潮見の青蘭がこの潮見坂公園にあります。東東未発景は浜名湖周辺にある8カ所の景勝地の総称で、歴史的、文学的、美術的な背景があることを基準として2014年に静岡県が発表したものとなります。そしてこの公園からすぐ近くのところに白須賀宿があります。新井宿は関所の厳しい警備体制と港町としての機能を併せ持った東海道屈指の要衝でした。次は白須賀宿となります。さて宿場を醸し出す風景となってきました。いよいよ白須賀宿に入ります。この道の先が左に曲がっているのが分かりますでしょうか。ここを通る車がこの先の左から出入りしています。もう少し近づくと分かるのですが、この道はわざと曲げられています。これは可燃鉄と呼ばれ、宿場の出入り口となります。白須賀宿は現在の静岡県湖西市に位置し、日本橋から約277キロ離れた32番目の宿場町となります。もともとは潮見坂下の海岸沿いにありましたが、1707年宝永4年の大地震と津波により甚大な被害を受け、そのと高台にあたる現在の場所へと移されました。可燃手は江戸時代では攻め込んでくる敵を直線的に進ませないようにするため、鍵の手に曲げた道のことを言います。城下町ではよく見られる造りで、宿場町でも同様の構造が採用されていました。掛川にある七曲や神原宿の枡形も同じ仕組みです。またこの可燃手にはもう一つの重要な役割がありました。それは大名行列同士が道中で鉢合わせしないようにするための仕掛けです。江戸時代大名がすれ違う際には、格式の低い方が籠から降りて挨拶するしきたりでした。さて説明の途中ですが、前方右手に説明板のようなものがあります。ここは本陣跡になるそうです。白須賀宿には本陣が1軒、脇本陣も1軒設けられていました。説明を続けます。しかし主君を籠から下ろすことは行列を指揮する友頭にとっては最大の失態とされていました。そこで石膏と呼ばれる下見役が可燃手の先に出て相手の行列を確認し、鉢合わせしそうな場合には休憩を装って近くの寺に立ち寄るなどしてうまく回避していたとのことです。左手に今度は脇本陣跡を示す石碑が立っていました。現在では東海道線や国道からも離れているため、ひっそりとした家並みが静かに残されています。白須賀宿の京側の出口付近に白須賀宿マップが立っています。京側から白須賀宿に入る際にこのマップがあると便利ですね。それでは次の宿場を目指します。宿場を出ると県道173号と合流し、さらに少し進んだところで愛知県豊橋市に入ります。横に長かった静岡県が終了しました。いやー、静岡県長かったです。箱根峠を越えたところから始まりましたから。今度の愛知県は斜めに長いイメージがあります。国道1号線に入り案内標識が見えました。名古屋 83km、 岡崎 44km、 豊川 21km、 先はまだまだ長いです。でも豊川は今日中に通過し、岡崎は明日通過、そして名古屋は明後日って感じですね。映像は二川宿の1キロ手前あたりなのですが、2キロくらい手前から風が強くなってきました。天気予報を確認すると、この時間のこの近辺は風速5メートルほどあるみたいです。向かい風でしたので少し歩きにくかったです。道の反対側にあるあれは小型の風力発電でしょうか。すごい勢いでプロペラが回っています。この少し先で右折して東海道新幹線のガード下をくぐり二川宿に向かいます。このガード下を通るとすぐに東海道本線の踏切となります。それを渡ると二川宿となります。白須賀宿は潮見坂の風光明媚な景観に加え、防衛と礼節を重んじた江戸時代の工夫が詰まった宿場町でした。次は二川宿となります。そして少しのどかな電車の風景をお楽しみください。
東海道本線の踏切を渡ってすぐのところに石碑があります。これは二川一里塚となります。日本橋から数えて72里目の一里塚跡です。二川宿内に設置されている案内板の説明では、この石柱の横にある建物は川口屋といい二川宿案内所になっています。そしてここから二川宿となります。二川宿は現在の愛知県豊橋市に位置し、日本橋から約282キロ離れた33番目の宿場町となります。1601年慶長6年の東海道設定当初から二川村と大岩村の2つの村で一宿分の役目を果たしていました。しかし小さな村であり、また 1.3km ほど離れていたため、参勤交代などで交通量が増えると経済的に行き詰まってしまいました。さて、説明の途中ですが、この道の先が左に少し曲がっていることに気がつきますでしょうか。商いや駒屋のところで道がマス型になっています。マス型とは、敵が侵入してきた際に直進させないように道を曲げた形のものを言います。説明を続けます。江戸幕府は1644年正保元年に両村は現在地に移転し、二川と家宿大岩からなる一続きの宿場町となりました。現在も本陣をはじめとして古い建築物が残っていて、宿場町の景観を残しています。そして本陣、旅籠、賓家の3カ所を見学することができる宿場町となります。ここは商いや駒屋となります。母屋、土蔵など半棟の建物からなり、二川宿で商家を営む傍ら、問屋役や名主などを務めた田村家の遺構です。豊橋市内に数少ない江戸時代の建造物で、当時の商家の一般的な形式をよく残していることから、平成15年5月に豊橋市指定有形文化財となりました。母屋は無料で見学可能です。また建物を利用した雑貨屋さんやカフェがこの敷地内にあります。左手に見える建物は旅籠や製麺屋となります。製麺屋は江戸時代後期から明治まで二川宿で営まれていた旅籠屋です。本陣の東隣に位置したことから、大名行列が本陣に宿泊する際には家老なども上級武士の宿泊所としても利用されました。改修復元工事により、母屋、つなぎの間、奥座敷等を江戸時代の姿に復元し、一般庶民の宿であった建物を平成17年より一般公開しています。そして旅籠の隣に本陣があります。二川宿本陣は文化4年1807から明治3年1870まで本陣職を務めた馬場家の意向で改修復元工事により、母屋、玄関棟、書院棟、土蔵棟を江戸時代の姿に復元し、大名や公家など貴人の宿舎であった建物を一般公開しています。二川宿本陣跡資料館の駐車場となっている場所に考察場が復元されています。実際に設置されていた場所はこの資料館から西に200メートルほどの場所となります。資料館から先に進むと、また道の先が右に少し曲がっています。西側のマス型となっています。資料館にあった考察場はここにあったそうです。このマス型のところに考察場跡があります。二川宿は本陣、旅籠、商家が保存され、今も江戸時代の空気を感じられる数少ない宿場町です。次は吉田宿となります。江戸川の吉田宿の出入り口は今の東八丁交差点の位置に東総門がありました。東八丁交差点にある八中餅屋の目の前に門のミニチュアが飾られています。この門をくぐると吉田宿となります。門の旗には板書もあり、警備がされていました。総門は朝6つから夜4つ、午前6時から午後10時の時間で開いていたそうです。これ以外の時間は一般人の通行が禁止されていました。吉田宿は現在の愛知県豊橋市に位置し、日本橋から約288キロ離れた34番目の宿場町となります。東総門から西に進んだところに吉田城の大手門跡があります。この大手門は1674年に静岡県湖西市鷲津にある本光寺に移築されているそうです。おそらくこの1674年以降に写真の大手門が建てられたのだと思っています。調べてみましたが、明確な情報にたどり着けませんでした。シャチホコ瓦を備えた堂々たる重層の楼門がこの通りの真ん中に建てられていましたが、明治初年に取り壊されました。右に曲がり道を北上すると吉田城となります。三河随一の吉田城の城下町だった吉田宿、飯田や信州に向かう別所街道や
お伊勢さんへの近道だった田原街道への分岐もあり繁栄した宿場町でした。東総門から鍵の手に何度も東海道を曲がって吉田城を囲うように進むことで、本陣や旅籠が集まる宿の中心にたどり着けます。吉田宿の本陣は2軒、脇本陣は1軒となります。町並みは約 2.6km と長く、当時の吉田宿は品川などと並んで飯盛り女の多いことで有名でした。1869年明治2年に吉田から豊橋に改名されました。1945年昭和20年には豊橋空襲によって豊橋の市街地の7割が焼失し、面影はほとんど残っていません。正面入り口となる南多門から入ります。両脇に立派な石垣が積まれています。石垣の下は堀となっています。土塁と石垣が組み合わされているものもあります。そしてこれは南多門の裏側となります。裏側には階段があります。そしてこちらが1954年に復興された黒金櫓です。今は内部は資料館になっています。この資料館の中には江戸時代の吉田城本丸の復元模型があるみたいです。黒金櫓を支える石垣は野面積みで、池田輝政が城主だった頃16世紀末のものであることが分かっています。吉田城は1496年頃に牧野琥珀が築いた今橋城が前身で、後に地名が吉田に改められました。戦国時代には激しい争奪戦の舞台となり、徳川家康の命で酒井忠次が城代を務めました。1590年家康が関東へ移封されると、池田輝政が城主となり、城と城下町の整備を進めました。最盛期には全国有数の規模を誇り、出世城とも称されました。現在も石垣や土塁などの遺構が残り、1954年に復興された黒金櫓が象徴として立ち、2021年には城址の主要部が豊橋市の指定史跡となりました。さて、吉田宿の出口に向かい進んでいきます。吉田宿の京川出口となる西総門跡となります。こちらにも東総門同様にミニチュアがあります。東総門と同様に上方側の出入り口となります。この総門は湖西市鷲津の本光寺の総門を参考にして作成されたとのことです。そしてその本光寺の総門はここ吉田宿の大手門を移築したものとのことです。この先の橋を渡ります。橋の名前は豊川橋ではなく豊川に架かる豊橋です。広重の絵のタイトルには豊川橋と書かれています。ちなみに上流の方にある国道1号の橋は吉田大橋です。豊橋から見える吉田城跡です。川を渡り左折した県道496号を北西に向かって進みます。この県道はこのように白線のみの区間もあって、交通量によっては歩くのが怖い道路です。豊橋から1時間ほど歩いてきたところで前方に何かがありそうです。どうやらこの辺りは吉田宿と五湯宿の間にある稲村立バート茶屋があった場所のようです。格式ある茶屋の加藤家は良好さんという服薬が有名で、ここ一帯が薬の名で呼ばれるほど評判だったといいます。そしてこの説明板の前に目立つほどの大きい区碑が2つあります。一つは芭蕉ので、もう一つはこの加藤家生まれの俳人右相のとなります。芭蕉との親交のあった人物とのことです。愛の宿から1時間以上歩いてきたところでお湯のお湯分けに着きました。見附宿で分岐した姫街道がここで合流となります。姫街道と合流はなぜかちょっとだけ楽しみでした。そして姫街道と合流したので目の前は五湯宿となります。吉田宿は城下町としての威厳と交通の要衝としての機能を併せ持つスケールの大きな宿場町でした。次は五湯宿となります。五湯宿は現在の愛知県豊川市に位置し、日本橋から約299キロ離れた35番目の宿場町となります。当時の町並みはほとんど残っていませんが、五湯の松並木は旧東海道で現存している松並木の中で最も美しいとされ、見応えが十分にあります。東海道と姫街道の追い分けがあり、豊川稲荷の参拝客や秋葉さんへ参る人の宿としてもにぎわった宿となります。隣の赤坂宿との宿間距離はわずか約 1.7 キロほどしかなく、客引きの強引なことでも有名だったそうです。吉田宿や岡崎宿が城下町ということもあって堅苦しかったことに比べ、遊興的な宿場の色彩が強かったと言われています。明治以後東海道線の通過地に選ばれなかったため、鉄道が通じた三津や樺野郡に繁栄を奪われて衰退していきました。五湯宿には本陣が2軒、
脇本陣は0件でした。松並木が始まる場所に音石札立てかけ場跡があります。防御宿に残る音石札の設置場所跡となります。音石札とは諸藩の大名が参勤交代や何らかの用事で出向く際に宿泊先御給先となる宿場の本陣や問屋町役人に事前に申し伝え、宿泊当日の3日前までに本陣または町役人は宿場の出入り口の板に宿泊年月日、藩氏名、出向く先を記入し立てかけられた看板となります。ここから始まる松並木は五湯の松並木と呼ばれ、1944年昭和19年第二次世界大戦中国指定の天然記念物となりました。600メートルにわたって続く松並木は家康の命を受け植樹したもので、亀の甲羅のような形の樹皮が特徴の三河黒松が赤坂宿との間に約300本並んでいます。五湯の松並木は旧東海道で現存している松並木の中で最も美しいとされ、見応えは十分にあります。ゆっくりと歩いても松並木を通過するのに10分とかかりません。道幅は広くない上車の通りもあるので歩行の際は注意は必要です。松並木を抜けたすぐのところが赤坂宿の見附となり、赤坂宿に入ります。五湯宿はにぎわいと遊興の色を併せ持つ個性豊かな宿場でした。そして今も残る松並木が江戸時代の旅の情景を静かに物語ってくれます。次は赤坂宿となります。松並木を抜けてすぐのところに見附跡の説明板があります。ここから赤坂宿となります。赤坂宿は現在の愛知県豊川市に位置し、日本橋から約300キロ離れた36番目の宿場町となります。見附から5分程度歩いたところにいかにもお屋敷らしきものがありそうな門構えの建物が左側に見えてきます。本陣のあった場所のようです。本陣跡の説明板が立っています。本陣は大名、幕府の役人、公家などの高位の人物が宿泊を許されました。赤坂の本陣は1711年宝永8年では4軒あった本陣のうち1軒は問屋も兼ねていたとのことです。赤坂宿と五湯宿の距離は東海道の中で最も短いものとなります。もともと赤坂宿と五湯宿は赤坂五井宿という一つの大きな宿場町でした。大きすぎたために五街道の整備時に家康の命にて間に松が植えられ2つの宿場に分けられたとのことです。また宿場を分けることで大名行列の利用ルールが定められたそうです。今日から下る大名行列は赤坂宿に、江戸から登る大名行列は五湯宿を利用するというルールです。赤坂宿には本陣は3軒、脇本陣は1軒でした。本陣跡から歩いてもすぐの場所に大橋や旧旅籠小屋があります。江戸時代から建っている旅籠屋さんで210年の歴史があるそうです。そして中を見学することができるそうです。旅籠の実物を見ることができるなんてなかなかないので、これは貴重だと思います。しかも2014年までは本当に旅館として利用していたとのことです。現在は無料で見学ができるみたいです。隣の駐車場内には大橋屋と脇本陣について説明されている案内板があります。そして駐車場の出口には赤坂宿、五湯宿の案内図が設置されています。そしてこの大橋屋から歩いてすぐのところには赤坂休憩所よらまい館が建っています。この建物は江戸時代の建物をイメージして建てた休憩所だそうです。ここは無料で利用することができるみたいです。多くの子どもたちが元気に利用されていました。施設を有効活用されていますね。子どもたちが元気でいることができる場所はいい場所ですね。よらまい館とは三河弁で寄っていこうよという意味なのだそうです。先を急いでいたため寄ることができませんでした。よらまい館の斜め右に陣屋跡、三河倹約書跡があります。陣屋とは代官所ともいい、年貢の徴収や訴訟などを取り扱ったところになります。休憩所からは日が暮れる前に着きたい場所がありましたので、しばらくの間は黙々と進んでいました。旧東海道だけあって道幅が狭い場所が続いたりすることもあるので、車には注意が必要です。1時間以上歩いて岡崎市に入るところまで来ました。たどり着きたい場所としては元宿にあります宝蔵寺となります。本日のゴール予定地である宝蔵寺まではもうすぐ近くのところまで来ています。ですがすでに営業時間内みたいなので、お寺の中に入るのは明日にします。元宿に着きました。宝蔵寺はすぐそこです。
先に進むと元宿の歴史について書かれた説明板があるので、手前を左方向へ進みます。左に入って100メートルちょっとを進めば本日のゴールである宝蔵寺となります。そして到着いたしました。本日はここ元宿までとなります。今日の宿泊先は豊川市の諏訪町駅にあるコンフォートホテル豊川に予約することができました。宝蔵寺の近くに元宿駅があるのでホテルへの移動に助かりました。明日はこの宝蔵寺からスタートいたします。おはようございます。本日9日目、外は昨日に続いて晴れの気持ちのいい朝となっています。でも今日はお昼から雨の予報となっています。さて本日の予定ですが、愛の宿である元宿からスタートし、藤川宿、岡崎宿を経由し知立宿をゴールとする予定です。昨日の終了地点である元宿駅まで電車で移動します。昨日のゴールとした宝蔵寺の入り口に着きました。この旧東海道からお寺の門までは少し距離があります。宝蔵寺は701年大宝元年に行基上人による開山がされました。そして徳川家康の祖である松平家ゆかりのお寺となります。このお寺には松平家のお墓が並んでいたため、参勤交代の大名たちは必ず下馬して参詣したといいます。そしてこのお寺は家康が幼少期にこちらの住職から読み書きを習ったお寺でもあり、硯箱、硯石、手本、机、墨付きこそで浜弓など家康ゆかりの品が保存されています。境内には家康が手習いの時に水を汲んだとされる御霊泉もあります。大和武尊命が祈りを捧げて湧いたとされる伝説が残る泉で、今も枯れることなく湧き続けています。桶狭間の戦いの後、家康は守護不入の特権を与えるなどして優遇したお寺でもありました。新選組隊長近藤勇のものと伝わる首塚も残されています。近藤勇は明治元年、東京板橋で斬首され、その首は京都三条大橋犀の河原で晒されました。これを同志が密かに持ち出し、近藤が生前警護していた京都清願寺の住職に託し、後に住職が転任した宝蔵寺へと運ばれました。首塚は当初石碑を土で覆ってひっそりと弔われていたと言われています。宝蔵寺から20分も進むと元宿の出口となります。ここには元宿の説明板が建てられていて、大きく立派な松の木も2本立っています。国道1号線にと旧東海道の間にこのスペースがあります。そしてこの場所で旧東海道は国道1号線に合流します。次の藤川宿に向けて進みたいと思います。コンビニの看板の横に道の駅藤川宿まで国道1号線であと1キロとの案内板が出ています。旧東海道は左側の脇道に入っていきます。残り100メートルほどで藤川宿となります。赤坂宿は宿場間最短距離というユニークな背景を持ち、大橋屋や赤坂休憩所など江戸の面影を今に伝えるスポットが残る魅力的な宿場でした。次は藤川宿となります。藤川宿は現在の愛知県岡崎市に位置し、日本橋から約309キロ離れた37番目の宿場町となります。藤川は江戸時代以前から交通の要衝として栄え、多くの人々が行き交う町でした。現在もかつての町並みが残されており、その歴史的文化的価値から1996年に歴史国道に指定され整備と保存が行われています。藤川宿では棒花が復元されています。棒花とは宿場の出入り口を意味します。大名行列が宿場に入るときは、本陣や問屋場の役人たちが大花で出迎え口上を述べたそうです。広所棒花から宿場に入るとすぐに道は直角に折れ曲がる可燃突となります。これは道をクランク状に曲げることで外部からの侵入を防ぐ役割を果たしていました。別名増型とも呼ばれ、白須賀宿の可燃手や掛川宿の七曲りと同様の構造となります。さて話を戻しまして、藤川宿は城下町として栄えた岡崎宿と遊興宿として知られた五遊赤坂宿に挟まれていたため、やや地味な存在だったようです。しかし潮の道吉良道とも接続する交通の要衝として大名の通行も多く大変にぎわっていました。明治時代に入り東海道線の敷設ルートから外れてしまったことで、他の宿場と同様に次第に活気を失っていきます。藤川宿には本陣が1軒、脇本陣も1軒ありました。宿場の規模が小さく、
隣の岡崎宿が栄えていたことから藤川宿に宿泊する旅人は少なく、本陣、脇本陣の経営は大変厳しかったと伝えられています。そのため経営者の交代や撤退が繰り返されていたそうです。現在本陣跡は整備され広場として公開されています。西側にある脇本陣は藤川宿資料館として活用されており、江戸時代の藤川宿を再現したジオラマを見ることができます。かつて考察場は本陣より東側にありましたが、広場整備に伴い本陣跡の敷地内に移設・復元されています。本陣跡から5分程度歩いてきたところに西棒花があります。東棒花同様で京側の出入り口となります。最後に京側の西棒花から見た藤川宿です。西棒花から10分程度を歩くと吉良道道しるべがあります。追い分けとなります。左の道を進むと吉良道となり、西を吉良方面となります。この道を直進すると東海道です。追い分けの目の前には名鉄名古屋本線の踏切が見えます。電車が通過するため警報音が鳴り、遮断機が下りています。踏切に着いたタイミングで電車が通過します。5両編成の豊川稲荷行きの電車が通過しました。遮断機が上がるのでこの踏切を渡り目の前にある松並木道に入ります。この松並木を徒歩で歩くのは怖いですね。歩道が確保されていなく交通量もあるので車には注意が必要です。藤川の松並木は愛知県指定文化財に指定されています。約1キロにわたり約100本の黒松が並んでおり、当時の景観を今に留めているそうです。道幅としては車がすれ違える程度となるので、ここも歩くときには車に注意しながら歩く必要があります。今歩いているところは松並木から30分程度歩いてきた場所となり、音川の少し手前の龍泉寺川の橋を渡っているところです。周りは田んぼとなっていて、とてものどかに歩くことができる通りとなっています。右手には国道1号線を走る車が見えています。そして目の前には音川があります。この川に架かる太平橋は江戸期、明治期、昭和期で橋の架かっている場所が違いました。江戸・明治の時は今の1号線の太平橋よりも下側に架かっていたみたいです。現在の国道1号線に架かっている太平橋を使って音川を渡ります。太平橋を渡った先の大平松東交差点で旧東海道は国道1号線から右方向にそれます。雨宿りです。国道1号線の岡崎インターチェンジ近くで雨が降ってきたので目の前にあったコンビニに避難しました。通り雨のようなので休憩ついでに栄養補給します。イートインのあるコンビニでしたので雨宿りもできて助かりました。映像だとそんなに強く降っているように見えないのが残念です。20分程度で雨も止みましたので再開します。お天気アプリで周辺の雨の状況を確認すると、この周辺も強めの雨が降っている状況でした。ここからは少し遠めですが、場所によっては雷も発生しているようでした。この後もうまい具合に雨を避けつつ進めたら嬉しいのですが。そして次は岡崎宿の27曲がりのスタート地点となります。藤川宿は規模こそ小さいものの吉良道との合流点や歴史的な松並木など見どころにあふれた宿場でした。素朴な中にも確かな歴史の重みを感じられる宿場です。次は岡崎宿となります。岡崎宿は現在の愛知県岡崎市に位置し、日本橋から約315キロ離れた38番目の宿場町となります。前方の左側に何か門らしきものが見えてきました。岡崎27曲がりのスタート地点になる歌舞伎門に着きました。どうやら現代ではゴミ集積所にもなっているみたいです。ゴミ収集車がいなくなるを待ってから再度撮影したいと思います。岡崎27曲がりのスタート地点になる歌舞伎門に着きました。岡崎宿は岡崎城を中心とした城下町として発展し、菅生川音川の南側を通っていた東海道を城下に引き込むことで町の中心地としての機能が強化されました。この際に整備されたのが道が複雑に折れ曲がる27曲がりです。また27曲がりは防衛上の理由だけでなく、道の総延長を長くして沿道に焦点を増やし経済効果を高めるという目的があったともされています。石碑に27曲がりの地図や説明が彫られています。ただこの石碑は鏡面でピッカピカで反射しまくりで文字が読みにくいところが難点です。岡崎宿は
東海道でも屈指の規模を誇る宿場町として大いに栄えました。宿場には本陣が3軒、脇本陣も3軒設けられていました。27曲がりの道筋はここを右折したところから始まり、矢作川を越えるまでとなります。まず最初に歌舞伎門のところから右に曲がり、その先を左に曲がります。案内が見えてきます。直進650メートル。スタート地点の歌舞伎門からゴール地点とする矢作橋までを27曲がりでたどる距離としては4キロを超えるほどの長さとなります。かなり長い距離を当時の城下町に引き込んだのですね。旧東海道を西へ進むと三河の中心として栄えた城下町岡崎宿へたどり着きます。徳川家康が生まれた岡崎城を擁し、旅人、大名行列、商人たちが往来した歴史の道となります。ここには他の宿場とは一味違う城下町ならではの風情と知恵が息づいています。岡崎宿は家康の祖父松平清康が岡崎城を居城として以来城下町として発展しました。さらに天正18年1590年岡崎に入部した田中義政が東海道を城下に引き入れ、さまざまな整備拡張を行い宿場町岡崎発展の原型を成しました。本陣、脇本陣、旅籠町、商人町が整然と並び、街道を歩く旅人たちは三河の文化とにぎわいに触れながらここで一息ついたと言われています。今の岡崎宿は歩道が確保されているので安心して歩けます。お話の途中ですが、この辺りで案内板等を見失ってしまい迷いました。本当であれば2本手前の道を右折だったようです。目の前に信号が見えていますが、この信号も1個右の信号を渡るのが旧東海道らしいです。そして旧東海道は右にある籠田公園の中を通っているようです。お話を再開いたします。整備された道筋、川風の通る矢作川周辺、そして城下町の名残を残す町や案内板や標柱が多く感じられますね。この27曲がりは右へ左へと迷路のような街道になっているので案内板が頼りです。なのでこの長い距離の27曲がりもたどることができたのだと思います。こんなところに一棟がありました。駅からここまで右折左折してきたような気がします。駅からは迷いながらここまで来ました。この27曲がりも岡崎城を守るために敵の侵入経路を制限させて進軍も遅らせるために作られたのがこの屈折した街路でした。直進を避けて曲がり、角ごとに見通しを悪くさせて攻め込まれた際の守りを固めています。まさに城下町の防衛の仕掛けとして設計されたものです。さらにこの道にはもう一つの意味があります。道の総延長を長くして電動に焦点を増やし、道が曲がることで歩く速度が自然と遅くなり、旅人は商家や茶屋、そして旅籠の前で立ち止まります。結果として宿場の経済が活性化し、岡崎は商いの宿として大いににぎわいました。27曲がりは防衛だけではなく町のにぎわいも生み出していたのです。そしてこの岡崎宿と27曲がりを語る上で欠かせない人物がいます。それが戦国末期から江戸初期にかけて岡崎の町を整えた名君田中義政です。田中義政は1548年近江国に生まれました。豊臣秀吉に仕えて武功を重ね、後には徳川家康からも厚い信頼を寄せられた武将で、関ヶ原の戦いでは東軍に属し石田三成を捕獲するという歴史的な大功を立てた人物です。また27曲がりのみならず矢作川に橋を架け、東海道を城下町に導くことで商工業の発展を図ったそうです。その一方で兵、農、商、工を区分し、町や交通の発展を見通した現在の岡崎の元となる都市開発を行っていました。そして街道を歩く旅の楽しみといえば、やはりその土地ならではの名物です。城下町として栄えたこの宿場には旅人を楽しませる食の名物が数多くありました。江戸時代の岡崎宿の名物といえば関製品、八丁味噌、鍛冶物、木綿などが挙げられますが、名物の食べ物といえば淡雪豆腐が挙げられます。当時淡雪茶屋で出されていたのはくずや山芋をベースにした醤油味のあんをかけたあんかけ豆腐で、岡崎宿を通行する旅人に親しまれていました。また岡崎は和菓子が豊富な宿場としても知られています。飴、団子、餅など歩き疲れた旅人の休憩を優しく支えてくれる甘味が多く、茶屋や旅籠で気軽に楽しむことができました。
さらに三河の酒造文化も古く、岡崎宿では酒を求める旅人も多かったと言われています。27曲がりをたどっているところですが、ここで少し道をそれて岡崎城に寄ってみたいと思います。この十字路を左に曲がり少し歩くと伊賀川を渡る橋があるので、それを渡って岡崎城内に入ります。岡崎城、その始まりは今からおよそ570年前、三河の国の守護代西郷頼次が龍頭山の上に砦を築いたことに遡ります。この場所は龍が住む城を思わせることから龍木とも呼ばれてきました。後にこの城を手に入れたのが岡崎松平氏の松平信光。さらに時代が進むと徳川家康の祖父にあたる松平清康が城主となり、1531年岡崎城を現在の高生町へ移して城郭の大規模な整備を行いました。そして1543年徳川家康がこの岡崎城で誕生します。幼い家康は6歳までここで育ちましたが、織田氏や今川氏との関係維持のため尾張や駿河へ人質として送られ波乱の幼少期を過ごしました。1560年桶狭間の戦いで今川義元が討たれると家康はついに岡崎へ帰還。その後1570年に浜松城へ移るまで岡崎城は家康の本拠地となりました。家康が関東へ移封されると1590年に新たな城主となったのが田中義政です。義政はお城を拡張し、強固な石垣や城壁などを用いた金製城郭に整備、岡崎城を大きく発展させました。総延長 4.7 キロにも及ぶ総堀、そして石垣と城壁を備えた定格式平山城への拡張。こうして岡崎城は金製城郭としての姿を完成させていきます。砦から始まり松平氏、そして徳川家康の誕生と成長を見守り、さらに田中義政によって磨き上げられた岡崎城。その歴史は城郭そのものが語り継ぐ三河の物語と言えるでしょう。岡崎城から旧東海道の元の場所に戻り歩みを再開します。そしてお話は岡崎の名物話に戻ります。岡崎の名物といえばやはり八丁味噌でしょう。城の西八丁村で作られていた濃厚な赤味噌は味噌田楽や味噌汁として旅人に愛されました。そして現代八丁味噌は今も岡崎の味として健在です。味噌田楽、味噌煮込みうどん、味噌カツ、味噌おでん、蔵元の見学もでき、歴史がそのまま味となって残っています。最近では八丁味噌を使った岡崎混ぜ麺や岡崎黄飯卵を使ったスイーツも人気です。岡崎黄飯は卵もお肉も美味しい岡崎のブランド鶏となります。和菓子の店も多く、旅の途中で立ち寄るには最高の宿場町だと思います。岡崎名物である八丁味噌は岡崎城から西へ八丁約870メートルの距離にある八丁村の地名に由来して、いつしか八丁味噌と呼ばれるようになったそうです。丸屋1337年創業と各旧1645年創業の2社が伝統製法を守り続けています。27曲がりでしたが27には全然足りませんでした。どこかショートカットしてしまったみたいです。まあ途中道にも迷ってしまいましたし、でも案内板を探しながら27曲がりを巡るのも楽しかったです。数が足りないことを考えても仕方ないので矢作橋を渡って先に進みます。岡崎の矢作という名前には古くから伝わる物語があります。大和武尊命が統制の途中、この地で良い竹を見つけ部民に1万本もの矢を作らせた、そんな伝承が残されています。また矢に羽をつけることをハグということから矢作とも書かれました。こうしてこの地に架けられた橋は矢作橋と呼ばれるようになったのです。この矢作橋は家康が生まれた岡崎を流れる矢作川に架けられ、江戸時代には幕府が直轄で管理する天下武神の橋として知られました。東海道名所図会には長さ208間、およそ370メートル、義帽子が輝き、橋杭は70本、まさに東海第一の長橋であると記されています。その異様は広重の浮世絵にも描かれ、大名行列がずらりと並ぶ姿からも当時の壮大さがよく伝わってきます。江戸時代の矢作橋は日本一の長橋として旅人たちを驚かせ、東海道の交通を力強く支えました。現在の矢作橋はおよそ300メートルと少し短くなりましたが、国道1号線が通る重要な幹線として
多くの人々の暮らしを支え続けています。岡崎市矢作は今も昔と変わらず地域の要として活気ある街並みを見せています。遅めの昼食です。ラーメンです。美味しかったです。ごちそうさまでした。お邪魔したお店は有楽屋岡崎宇東店さんです。ラーメン屋さんを出てすぐの進行方向に道路標識が見えます。道路標識には安城市と書いてます。そして安城市に入ります。安城市は本日のゴールとしている知立市の隣なので、ゴールは近くまで来ています。道路標識からすぐのところで国道1号線と旧東海道が再度分かれます。旧東海道を進むため松の木が見える方に進路を変えます。尾崎南の交差点を右方向の旧東海道に進みます。松並木となっています。この松並木は風害や公害によってその数を減らしていますが、現存する本数は226本とのことです。樹齢は大きいものは200から250年と推定されています。尾崎南交差点から約2キロほど旧東海道を進んできたところに松の木のボスキャラがいました。いや、これは神の方ですね。でもここはお寺なので仏様でしょうか。永安寺にある松で雲龍の松と言われています。この松は愛知県の天然記念物となっています。独特の形状が美しい黒松で樹齢は350年と推定されています。地上から低い位置で幹が3つに分裂していて、この真横に伸びている木型が雲を得てまさに天に昇ろうとする龍のようとのことから雲龍の松と称されています。この独特の形状は美しくもあり圧巻です。このような松を見ることができたことに感謝してしまいます。そしてこの松を支えている宝珠絵支柱の本数もものすごい数です。この松を守り続けるためには相当な手間と努力がされているのではないかと思います。これは写真や動画よりも実物を見た方が感動すると思います。この場所へのアクセスは電車だと名鉄の新安城駅になると思います。駅から徒歩で30分程度だと思います。永安寺を出て歩き続けていると左足の親指と人差し指の間に違和感が出てきました。休憩場所を探して痛みの箇所を確認するとついに豆ができてしまっていました。この豆が今後の行動に影響しなければいいのですが、そして休憩ついでに本日の宿を探したらちょうどゴール予定の知立でホテルの予約もできました。ひとまず足の豆には絆創膏を貼って応急処置です。あと5キロほどの辛抱ですが思ったほど痛みはありませんでした。この旅ではできるだけ日中帯は普通の食事はしないようにしています。エネルギー補給はエナジードリンク、カロリーメイト、10秒チャージ、コーラで、あとは水と飴で済ますようにしています。できるだけトイレに行かなくて済むように心がけています。徒歩中にトイレを我慢することが辛すぎますので。動画が撮れていませんでしたが石碑が立っています。見つけになるのでしょうか。本日のゴールである知立宿に着きました。名鉄三河線の踏切を渡り正面に本日宿泊するホテルが見えました。本日宿泊するホテルの目の前まで着きました。無事に到着です。本日はここ知立宿までとなります。ホテルは知立駅前で予約することができました。今日の宿泊先は東横イン名鉄知立駅前です。岡崎宿は歴史と知恵が交錯する魅力あふれる宿場町でした。27曲がりや八丁味噌雲龍の松と歩くだけで江戸時代の空気を感じることができます。明日はここ知立宿からとなります。おはようございます。本日11日目、外は晴れていて気持ちのいい朝です。今日は雨予報の心配はなさそうです。さて本日の予定ですが、知立宿を出発し鳴海宿、宮宿を経て最終的に桑名宿まで向かいます。なお宮宿から桑名宿へは現代は七里の渡しがないため電車で移動しますが、その道中で愛知県一宮市にある増田神社に立ち寄る予定です。ここには以前授かったお守りを返納する目的となります。この徒歩旅を決めた際に返納しに行くことを決めました。知立宿は現在の愛知県知立市に位置し、日本橋から約330キロ離れた39番目の宿場町となります。ホテルの近くが旧東海道なので、そこから本日の旅を再開します。まずは近くにある本陣跡に向かいたいと思います。さてここから見えるのは
先ほどまで宿泊していたホテルとなります。そして振り返ったところには本陣跡があります。地流宿には本陣1軒、脇本陣も1軒が設けられていました。本陣は敷地が3000坪で建坪が300坪との広大な面積を有していたそうです。明治天皇の石碑が同じ場所に立っています。本陣跡から数分歩いてきたところに地流古城跡があります。地流神社の神官長見氏が城主を兼ねていたとその家譜あります。桶狭間の合戦後に織田軍により落城しました。後に刈谷城主水野忠重が小屋方を建て将軍の上洛などで休憩所とされました。元禄期の地震で倒壊したと言われています。江戸時代では地流の方が多く使われたようです。昔から馬市や木綿市が開かれた土地で江戸時代には東海道の宿場としてにぎわいました。近くに鯉や船の多く住む池があったのでその名になったと言われています。ここは大火によって何度も焼けており、昔の宿場の雰囲気を伝えるようなものが残っていません。現在の地名では地流と書きます。すでに旧東海道を5キロほど歩いてきました。まもなくあの一里塚が見えてきます。ここは日本橋から86里目の一里塚です。この時期はちょうど桜も咲いており、塚の景観をより華やかに彩っていました。一里塚は道を挟んで最有両側にありますが、当日はそれに気づきませんでした。写真を見返すとどうやら反対側の塚の前から撮っていたようです。後で気づきました。国道1号の千人塚団地入り口交差点を歩道橋で渡り右折します。右折後の道は緩やかな坂道となっていますが、少し距離はあります。目の前の左へ曲がるカーブから勾配はきつくなります。カーブした先ですぐに右折となりますが、右折後はさらに勾配はきつい上り坂となります。そしてようやくして上り切ったところが千人塚となります。交差点からここまでの道のりの上り坂もかなりしんどいです。ここ千人塚は桶狭間の戦いで戦死した約2500人を供養するために築かれた塚となります。450年以上経った今でも草原寺の住職によって供養が続けられているそうです。ここの場所は高台の上に立っているようで、千人塚から周囲はこのような眺めとなっています。千人塚から1時間ほど歩いてきたところに桶狭間神明社があります。ここまでの道の間にも一山越えた感のあった上り坂を歩きました。この辺りは住宅街となってはいますが、起伏の激しい場所に立っているように感じます。桶狭間神明社は桶狭間古戦場公園の南側に鎮座する神社です。この神社は桶狭間の戦いの際に今川軍の先発隊として布陣した家臣瀬名氏俊が戦勝祈願を行ったことで知られています。祈願の際に奉納された酒桶は現在も神社の宝として大切に保存されているそうです。戦には敗れましたが瀬名氏俊は生き延び、そのと瀬名家は徳川家の下で旗本となり繁栄していることからご利益があったのではないでしょうか。ご祭神は天照大神で、江戸時代には尾張四代藩主徳川義道が知多巡行の際に訪れ杉の苗木を植樹しています。現在も神木として残っています。七通りの時代には社殿の大造営も行われ、神楽殿などが整備されました。また明治期の市村一社政策により桶狭間周辺の複数の神社がこの神社に合祀され、本殿の左右には多くの境内社が並んでいます。歴史と信仰の趣が深く感じられる神社です。ここは桶狭間古戦場公園田楽壺となります。この一帯は桶狭間の戦い1560年の主戦場だったと言われている場所となります。田楽壺は清朝後期などの資料から織田軍に追い詰められ討ち取られた今川義元最後の地と言われています。桶狭間の戦いを簡単に説明すると、戦国時代には全国統一を目指し名だたる大名たちがしのぎを削っていました。駿河の今川義元は2万5千の軍勢を率いて尾張への侵攻を開始します。1560年永禄3年5月12日駿府を出発し、18日には沓掛城に入りました。一方織田信長は19日未明にわずか6騎で清洲城を出陣します。兵を集めながら熱田神宮で戦勝祈願し、最終的に約3000の軍勢を整えます。今川軍は砦を攻め落とし本陣を桶狭間の松林に置いて休憩をします。そこへ夕立の混乱に乗じて信長軍が奇襲を仕掛けます。家臣服部小平太が義元に槍を突き立てて
毛利信介が首を取ったと伝えられています。わずか2時間で決着がついたこの戦いは歴史を動かす転機となりました。桶狭間山は桶狭間の戦いで今川義元が本陣を構えたとされる重要な地で、織田信長が奇襲を仕掛けた場所でもあります。義元はこの周辺で討ち取られたと伝えられており、現在の桶狭間古戦場公園の近くがその戦場跡とされています。当時の面影はほとんど残っておらず、現在は住宅街の一角に石踏みが建てられているのみですが、本来の陣地はもう少し豊明市寄りの山の上にあったとされています。かつての激戦の舞台は今では静かな街並みに姿を変えています。桶狭間古戦場公園からは徒歩で2分もかからない距離です。ここ鎌形には信長軍が奇襲の機を伺っていた場所です。雷雨の中、中島砦から密かにここへ移動し、雨が止むと同時に攻撃を仕掛けました。彼らが駆け上がった斜面が今目の前に見えています。その後国道1号線に戻り、有松交差点から旧東海道に戻ります。江戸時代の面影を残す街並みが現れます。有松は有松絞りで知られる町です。広重の東海道53次鳴海宿にも有松の家並みが描かれています。画中に描かれた家はいずれも有松志望を商うお店です。有松は東海道の治安対策として作られた集落で、そこへ武田正九郎が移住し町おこしのために考案したのが有松絞りだと伝えられております。そして有松は絞り染めとともに繁栄しました。有松絞りは主に次の工程を得て仕上がるそうです。最初に柄を蹴って、次に型彫り、型紙の作成、次に絵彫り、型紙を使用して布に模様をすり込む、次にくくり、染めるための布をくくる、くくり方で縫い方、ひだの取り方などによって模様を表現、次に染色、くくった状態の布を染める、次に糸抜き、くくった糸を外す作業、最後に仕上げ、反物としまかれるものと仮縫いして図柄のわかる絵は仕上げ。作業としてはとても細かく繊細であり、ものすごく手間が込められて作られています。そして工程の中のくくり方の技法や染色の仕方によっていろいろな種類の柄を仕上げているようです。そしてこの地域は現在も間口の広い母屋や門庭が数多く見られ、電柱、電線のない広々とした空間が往時の面影を伝えています。2016年平成28年には有松の東海道沿い約 7.3 ヘクタールが染色茶室として重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。京川の出入り口に有松一里塚があります。日本橋から87里目の塚となります。支流宿から桶狭間有松までの道のりは、戦国の激戦と職人の技が交差する歴史の奥深さを感じられる旅路でした。次は鳴海宿となります。鳴海宿は現在の愛知県名古屋市緑区に位置し、日本橋から約341キロ離れた40番目の宿場町となります。今は旧東海道から少し離れた上り坂の途中の場所に考察場が復元されています。もともとは現在の本町交差点の東北の角に設置されていたそうです。かつては鳴海とも表記され、風光明媚な景勝地として知られていました。現在は海から遠く離れていますが、その名にかつての面影が感じられます。鎌倉時代には鎌倉街道が通り、戦国時代は織田・今川両勢力の接触地点で鳴海城が設けられましたが、織田信長の手に渡り廃城となりました。江戸時代から尾張藩の保護を受けて始まった有松鳴海絞りは東海道の名産品として人気を博し、現在も伝統産業として続いています。鳴海宿には本陣が1軒、脇本陣は2軒が設けられていました。笠寺一里塚は日本橋から88里目の塚です。名古屋市内で唯一現存する旧東海道沿いの一里塚となるみたいです。現在は東側の塚のみが残っており、立派なえのきの木が枝を広げ、塚の形も良好に保存されています。この一里塚を過ぎて緩やかな上り坂の旧道を歩くと、右手に笠寺が見えてきます。笠寺観音龍福寺は名古屋市南区にある真言宗の古刹で、尾張市観音の一つとして知られています。創建は天平5年733年です。お寺には玉章姫伝説が残ります。両親を亡くし下女として暮らしていた娘が雨に濡れた観音像に自分の傘をかぶせたところ、それを見ていた貴族藤原兼平が感動し娘と結婚。2人は感謝の思いから
この地にお堂を建て笠をかぶせた観音を祀ったことが龍福寺という寺名の由来とされています。縁結びのご利益がある寺として現在でも多くの人々の信仰を集めています。七里の渡しまで2キロを切ったみたいです。当時の旅人は宮宿から桑名までは船に乗って移動しました。所要時間は5時間前後かかって移動したそうです。遠浅の海のため干潮や満潮によるルートの違い、風の状態などで所要時間が大きく変わりました。また船が苦手だったり天候による遅延などを嫌う人たちは鞘街道を進み鞘宿から桑名宿に渡る三里の渡りを利用しました。今は昔と違い鉄道によって安全に定刻通り移動することができて大変便利になっています。名鉄常滑線のガードをくぐって見えるのが天満町一里塚です。公園の中に復元されています。日本橋から89里目の塚となります。次は宮宿となります。宮宿は現在の愛知県名古屋市熱田区に位置し、日本橋から約347キロ離れた41番目の宿場町となります。宮の渡し公園が見えてきました。時の鐘が最初に視界に入ってきます。久しぶりの海となります。白須賀宿の潮見坂ぶりでしょうか。そしてここが七里の渡しの船着き場となります。当時はここを多くの人が利用されていたのですね。宮とは熱田神宮のことで、宮宿はその門前町となります。桑名への海の玄関口としても栄え、七里の渡しの欠航に備えて旅籠が248軒もあり、東海道で最多の件数となっていました。門前町として多くの参拝客を集めた一方、七里の渡しで桑名宿へ渡る重要な船渡し場として、また徳川御三家の尾張徳川家の御城下名古屋の表口として栄えました。その繁栄ぶりは東海道随一とも謳われたほどです。名古屋城のある市中は城下町宮は宿場町として発展しました。宮宿には本陣が2軒、脇本陣が1軒設けられていました。時の鐘は1676年延宝4年尾張藩主光友の命により増福寺に時の鐘が設置されました。正確な時刻を知らせるこの鐘は熱田の住民や東海道を旅する人々にとって重要な役割を果たしていました。現在は宮の渡し公園の中に復元されています。江戸時代に使用されていた鐘は増福寺に保管されているそうです。七里の渡し場は桑名までの回廊、七里の渡しの船着き場としても栄えていました。1625年寛永2年に建てられた常夜灯は旅行する船の貴重な目標でした。現在は復元されて往時の名残をとどめています。歌川広重による東海道53次の中にも宮の宿船着き場風景が描かれており、当時の船の発着の様子を知ることができます。回路を嫌う旅人はこの宮宿から鞘街道を歩き6里離れた鞘宿まで進み、そこから木曽川を川船で三里下って桑名に渡りました。この三里の渡しは鞘の渡しとも呼ばれました。さてここからは電車を使って桑名まで移動します。移動途中には愛知県一宮市にある増田神社に立ち寄ります。この神社にはお守りを返納しに行きます。一旦北上してから再度名古屋まで戻り、そこから西に向かって桑名に向かうルートを取ります。ということで神宮前駅から乗車するため熱田神宮に向かいます。名古屋の中心部に深い森に包まれた神聖な場所があります。それが1900年以上の歴史を誇る熱田神宮です。御祭神は天照大神の霊を祝すとされる草薙の御剣三種の神器の一つとして古くから国家の平安と繁栄を祈る中心であり続けてきました。創建の由来は大和武尊にあります。その妃宮津姫芽衣が命の死を悼み草薙の剣を祀ったことが始まりと伝えられています。都会ながらも9万坪という広大な敷地でもあるため、境内はまさに静寂と緑に包まれた別世界となっています。樹齢1000年を超える大楠がそびえ立ち、古からの信仰を今に伝えています。戦国時代には織田信長が桶狭間出陣前に戦勝祈願を行い見事勝利。以来勝負運の神社としても広く知られるようになりました。今もなお初詣や厄除け人生の節目で多くの人が訪れます。名古屋を訪れた際には足を運ぶことをお勧めしたくなるパワースポットです。
名古屋駅で関西本線に乗り換え桑名駅に向かいます。電車では木曽川、長良川、揖斐川を鉄橋で一気に渡り、名古屋駅から桑名までもあっという間に着いてしまいます。次は桑名宿となります。桑名宿は現在の三重県桑名市に位置し、日本橋から約375キロ離れた42番目の宿場町となります。桑名宿は木曽三川、木曽川、揖斐川、長良川河口部にあり、南は伊勢湾に接していたため港湾都市として大きく発展しました。宮宿の対岸で伊勢参りの玄関口でもあり、旅人で大いににぎわった旅籠120軒は宮に続いて東海道で2番目の多さを誇りました。桑名宿に和本陣は2軒で和気本陣は4軒ありました。桑名に入りましたので愛知県は終了し三重県に入りました。熱田宮の渡しから海上七里を船に乗り桑名の渡しに着いたことから七里の渡しと呼ばれています。ここにある大鳥居はこれより伊勢路に入ることから伊勢の国一の鳥居と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています。伊勢神宮で使用されていた鳥居を使用しています。ここに建てられる時点ですでに40年活用されているものとなります。伊勢神宮の宇治橋外側の鳥居が20年に一度も式年遷宮ごとに桑名市の七里の渡し場跡に運ばれ建て替えられます。この宇治橋の鳥居はさらに20年前の式年遷宮で外宮正殿の胸持ち柱として使われていた用材で建てられており、由緒あるものとなります。ちなみに宇治橋内側の鳥居は西の入り日である関の追分亀山市関町で同様に建て替えられ、こちらは内宮正殿の胸持ち柱として使われていました。渡し船で桑名に到着すると最初に目に飛び込んでくるのが桑名城の万竜櫓です。海上の名城と称えられる桑名城に設けられた51の炉のうちの一つです。万竜とは天に昇る前のうずくまった状態の竜のこととなります。守護神として設置したと思われます。実際には七里の渡しに入ってくる船の監視などの役割を果たしていました。2003年平成15年に水門統合管理所を建造するにあたって外観復元されました。三の丸堀から南側を眺めた映像ですが、左側に見える柿庵吉野丸本店の裏手に桑名城の本丸跡があります。桜も咲いていて今はのどかな景色となっています。中橋を渡って旧東海道に戻ります。この中橋の両側に見える石垣は桑名城の石垣で、七里の渡しの水門から南大手橋までのおよそ500メートル続いています。この石垣は南積みで野面積みと打ち込み針の2つの方法で積まれています。渡る先に青銅の鳥居が見えてきます。桑名総社の日本随一の青銅鳥居で、高さ7メートル幅6メートルと荘厳な姿です。桑名総社門前には1704年宝永元年創業の老舗和菓子店である虎屋まんじゅう本店があります。中でも薄皮で中に小豆のこしあんが入っている虎屋まんじゅうは江戸時代から桑名宿の名物として武士や町人に親しまれてきました。1個から購入可なので2個購入しました。ホテルで食したいと思います。再度旧東海道に戻り先に進みます。左手が開けてまた外堀の石垣が見えてきました。他にも何かあります。ここは歴史を語る公園とのことです。桑名は東海道中第2位の宿数を誇り、一の鳥居を擁する伊勢路の玄関口としてにぎわっていました。このような史実に着目し、江戸の日本橋から京都の三条大橋に至る東海道53次をモチーフにして作られたのがこの公園だそうです。道中をイメージした道しるべや案内板などが設置されています。では一足お先に三条大橋まで行ってみます。スタートの日本橋、沼津および富士山も通過しています。右側に鳥居がありましたが、何の鳥居でしょう。宮桑名の石柱を通過します。この門は何でしょうか。日長の追い分けの鳥居でしょうか。亀山関の石碑も通過して三条大橋に到着です。南大手橋から西に進みます。京町の西端に京町門があり、その南側に番所があって、ここを京町見附といい旅人を監視していました。東海道の石碑があるので左方面へ進路を取り、南へと進路を進みます。桑名城下を通る東海道の見附として四谷門が建てられ、門の南側に桑名藩の役人が詰めている番所が建てられました。四谷門は別名を七津屋門とも梶町門とも呼ばれます。東海道は
この門を巡り四角型の3点を回り、いわゆるマス型道路となっていました。諸大名の行列はこの門の前後から本行列に整えて桑名城下を通りました。当時はここはまっすぐの道はなかったのだと思います。ぐるっと回って先ほどの場所が見えます。進路は東方向となります。右折の案内の石碑です。南に進路を変更します。県道401号線に当たるので、これを越えてさらに南に進みます。少し左に横断歩道があります。消防署を過ぎたところにある日清小学校南交差点を右折して西方面へ進路を取ります。この道をまっすぐ突き当たりまで進めば本日のゴール、八田立場跡です。日の見櫓が目印となります。江戸時代の八田町は東海道の立場跡でした。福江町へ曲がる角には日の見櫓もありました。現在の日の見櫓は平成3年に再建したものだそうです。福江町も八田立場の続きで茶店や宿屋が多くありました。福江町の南端は桑名宿の入り口にあたるので、旅人を引き止めるために宿屋の人たちが集まっている宿引き小屋がありました。本日のゴールである八田立場跡に着きました。本日はここ八田立場跡までとなります。今日の宿泊先は桑名駅の近くにあるステーションホテル桑名に予約することができました。八田立場跡からも歩いて10分程度の距離と近い場所で助かりました。ホテルで食べた虎屋まんじゅうです。皮が薄くあんが詰まったおまんじゅうです。こしあんも甘すぎずちょうど良い加減で美味しかったです。おはようございます。本日12日目、今日も外は晴れていて気持ちのいい朝です。今日は雨予報の心配はなさそうです。さて本日の予定ですが、八田立場跡からスタートし、四日市宿、石薬師宿、小野宿、亀山宿を経由し関宿でゴールする予定です。昨日の終了地点である八田立場跡まで徒歩で移動します。今日も朝は快晴で少しひんやりとした気温となっていて、歩くのにちょうど良いです。歩き始めると体が熱くなってくるので、少しひんやりした気温の方が嬉しいです。日の見櫓から5分程度歩いたところに明順寺があります。浄土真宗本願寺派のお寺です。このお寺の山門は桑名城の城門を移築したものと伝えられています。そういえば吉田城の大手門も本興寺に移築していました。でもお寺の門としても一体感があってしっくりすると思います。日の見櫓から20分程度歩いてくると町屋鷲跡があります。ここを流れる川は稲部川となりますが、ここらの下流部では町屋川と呼ばれているそうです。江戸時代ここ安永は桑名入り口の立場、旅人が休憩する茶店が集まっているところでした。町屋川の舟運の船着き場でもあったので大いに賑わっていたそうです。茶店では街道名物の安永餅を売っていたそうです。この地点から対岸には町屋橋がかかっていました。1635年寛永12年に初めて架橋され、川の中州を利用した板橋でした。図の橋は江戸時代中頃のもので、中央は馬が退避できるように幅がやや広くなっています。1933年昭和8年、国道1号線の橋が架けられ、旧東海道の町屋橋は廃止されました。それでは国道1号線にかかっている町屋橋を使って渡ります。橋を渡る手前にはベンチが用意されていて、足を休めることができるスペースがあります。これはいいですね。旧東海道を歩いていてもこのような休憩スペースにはめったに合わない気がします。橋の歩道部分は広く確保されていて、自転車とも余裕ですれ違うことができます。この町屋橋は思っていたより長い橋となっています。旧東海道は町屋橋を渡ったところを右に曲がり、1つ目を左折します。そして左折してから100メートルほど歩いてくると橋本橋があります。この橋を渡ったところには公園のような開けた場所があります。ここ旭町についての案内板が設置されています。旧東海道のルートとその周辺の見どころが書かれています。そして階段を上がると腰掛ける場所もあり、休憩するにはちょうど良いスペースです。説明板と復元されている何かがあります。これは町屋川の水止めとのことです。この桜並木は町屋川の堤防で、かつて東海道沿いには隅落としと呼ばれる水門が設置され、洪水時に板をはめて浸水を防いでいました。写真は昭和初期のもので、当時は松並木で水門と東海道の様子が写されています。水門は平成24年度の工事で一度撤去されましたが、
地元の願いにより現在の場所へ移設され、王子を偲ぶモニュメントとして残されています。目の前には近鉄名古屋線の踏切があるのでこれを渡ります。道幅も広くて歩きやすいです。踏切の隣には駅がありました。これは伊勢旭駅です。踏切を渡った少し先の駐輪場に一里塚のような感じのスペースがあります。樹齢およそ300年のえのきだそうです。先に進みます。このえのきから先は道幅も狭くなり、旧東海道を歩いている感じがしてきました。1キロほど歩いてきました。関西本線の旭駅にほど近い旧東海道でこのような急カーブを通ると、ここは増形や可燃手なのかと考えるようになってしまっています。東海道はこちらでござるとの案内板があります。かたじけない。道幅がいかにも旧東海道ですね。ござるの場所から20分ほど歩いてきたところに解説板があります。解説板によると、ここには松寺の縦バートがあったそうです。桑名宿と四日市宿の間には5カ所の縦バートがあったそうです。あとやたらとまっすぐな道が続いているような気もします。道がまっすぐなので、当時は遠くから来る人がよく見えたのではないでしょうか。近鉄名古屋線の近鉄富田駅近くにある富田の一里塚跡です。石碑が立っていました。日本橋から98里目の塚が過去にあった場所です。あと8キロほどで日本橋から約400キロ進んできたことになるのですね。ポツンと1本大きい松の木がありました。変わらずの松で樹齢約200年とのことです。昔この地域が川原市と呼ばれていたことからついた名前とのことです。さて四日市宿にもかなり近づいてきました。三谷合同自治会様、分かりやすい看板ありがとうございます。ご案内通りに進ませていただきます。この道の前方には桜が咲いていますね。この徒歩旅は開始した時期が良かったです。桜の開花のタイミングが良くて、桜を眺めながら各宿場を通過できています。公園になっています。そして目の前の川は海蔵川です。三谷一里塚跡で日本橋から99里目の塚が過去にあった場所です。昭和20年代に海蔵川が拡幅された際、川の中に取り残されてしまったとのことです。それにしても今日の空の青さと桜のピンク色がすごくマッチしている景色となっていて素敵です。いいタイミングで来たと思います。海蔵橋を渡って海蔵川の対岸へ渡ります。先ほどの案内板通りに橋を渡って左折し、そしてすぐに右折します。そして右折後に進路を南下し、10分程度歩いてきたところに橋があります。三滝橋となります。この橋を渡る途中で、この橋から右岸の堤防を見ると、そこには歌川広重の東海道53次の四日市が描かれていました。そしてこの橋を渡ってすぐのところには長持笹井屋本店があります。7本入りの長持を購入しました。ホテルで食します。桑名宿は伊勢路の玄関口として、また七里の私の終点として多くの旅人を迎えてきた宿場町でした。今もなお歴史の断片が町の随所に息づいています。次は四日市宿となります。四日市宿は現在の三重県四日市市に位置し、日本橋から約388キロ離れた43番目の宿場町となります。旧東海道から脇道にそれると小学校があります。この小学校の場所には陣屋があったそうです。そして江戸幕府が天領幕府直轄領である四日市を管理するために設置した陣屋代官所となるそうです。陣屋とは大名や代官が領地を治めるためのいわば行政の中心地となります。ここでは年貢の取りまとめや裁き事が行われ、地域の政治と暮らしを支える中心地として多くの武士や役人が日々職務に当たっていました。この陣屋は単なる役所ではなく、敷地の周りには土塁と堀が巡らされ、入り口は城のように枡形構造、まさに小さな城郭ともいえる存在でした。明治の時代には一時的に県の行政拠点としても使われましたが、明治9年1876年に起きたリセ暴動の際に焼失し、そのと堀も埋め立てられました。長持屋さんから歩いて10分ほどのところに石柱の道標と解説板が立っています。石柱にはすぐ江戸道と刻まれており、このすぐとはまっすぐの意味となります。解説板には現在の国道1号線に分断される前の旧東海道のルートが示されています。先に進みたいと思います。
四日市という地名は毎月4のつく日に市が開かれていたことに由来しているそうです。ここから旧東海道は国道1号線を渡ります。渡った先は商店街です。四日市の旧東海道はこの商店街の中を通過します。商店街は約300メートルほどあります。ほどなくして日長の追分に到着します。ここは江戸と京を結ぶ東海道と伊勢神宮へと向かう伊勢街道の分岐点となります。伊勢まではここから60キロ以上の道のりとなります。この場所に立つ鳥居は桑名の七里の渡しにあった1の鳥居に対して2の鳥居と呼ばれています。初代は安永3年1774年、旅人が伊勢を擁拝できるように建てられたものでした。そのと鳥居は何度も建て替えられ、9代目は昭和50年に伊勢神宮伊蔵宮の鳥居を移設したものでした。そして現在の鳥居は平成28年10月に再び伊蔵宮から移転された10代目となります。なお日長は四日市宿と石薬師宿の中間に位置し、愛の宿として多くの旅籠や茶店が立ち並んでいました。日長の追分からさらに2キロほど歩き、国道1号線の内部橋を渡って再び旧道へ戻ります。突き当たりを右折します。正面の家の格子に小さく東海道の案内板がありました。案内板から西方向へ進むと電柱の上の方に赤文字で杖付坂との案内板があり、左折を指示しています。案内板通りに左折し進むと先には気持ち上り坂になり始めているような道が見えます。近づいたら全然緩やかではありませんでした。杖付坂との体力勝負の開始です。全長はおよそ100メートルと短いですが、飛行は20メートル以上あり、東海道の中でも屈指の急坂として知られています。ここは大和武尊命が東西の帰り道に弱った体で剣を杖代わりにして登ったという伝説の地で、古事記にもその名が記されています。また敗勢松尾芭蕉が馬に乗ってこの坂を越えようとした際に、あまりの急坂に落馬して4択、勝ちならば杖付坂を落馬かなによってさらに名が知られるようになりました。大正時代の末期には坂を登りきれない自動車を坂の下の民家にいた牛の力で押し上げたという逸話も残っています。急坂を登りきったところに落ち塚社があります。ここは大和武尊が杖付坂を登りきった際に足から流れた血を洗ったと伝えられる場所となります。そしてここから10キロ先には大和武尊が力尽きたとされる野物神社があります。旧東海道は再び国道1号線と合流します。少し先に進んだ国分町交差点のところで鈴鹿市に入りました。次の宿場である石薬師宿ももう少しのところまで来ました。そして国分町交差点から1キロほどの場所で旧東海道は国道から右へ分岐します。ここからいよいよ石薬師宿に入っていきます。四日市宿は追分や急坂数々の伝説を残す東海道中の要所でした。旅人の息遣いが今もなお道のあちこちに感じられます。次は石薬師宿となります。国道1号線から右手に分岐した旧東海道の左手には宿場の案内板や石碑があります。ここから石薬師宿に入っていきます。石薬師宿は現在の三重県鈴鹿市に位置し、日本橋から約398キロ離れた44番目の宿場町となります。この宿場は四日市と亀山の間が22キロと長かったため、1616年元田2年に新たに設けられました。比較的新しい宿場で、宿泊よりも休憩所として利用されることが多かったそうです。現在当時の建物はあまり残っていませんが、旧東海道らしい道幅や家並みから宿場の雰囲気を感じ取ることができます。道がまっすぐ伸びており、宿場の端までを望むことができそうなくらいです。そんな中に格子に包まれた趣ある建物が見えてきます。小沢本陣の跡です。宿場には本陣が3軒ありましたが、脇本陣はなかったとのことです。そして当時のお屋敷は現在よりも広かったそうです。建物自体は明治時代に建て替えられましたが、文章も多く残されており、元禄年間の宿帳には赤穂藩主浅野匠の神の名も記されていたそうです。現在旧東海道は国道1号線の上を渡っています。そういえば権田坂では国道16号線の上を、箱根の石畳も国道1号線の上を通っていましたね。石薬師寺は三重県鈴鹿市の旧東海道石薬師宿にある真言宗の寺院で、ご本尊は薬師如来とのことです。
奈良時代に聖武天皇の直眼で創建されたと伝えられ、両騎兵友の祈願所として信仰を集めてきました。江戸時代には東海道を行き交う旅人が道中の無事を祈るために立ち寄る場所として親しまれ、広重の浮世絵にも登場しています。現在も石薬師宿の歴史を伝える静かな寺院として残っています。石薬師寺の動画は撮れていませんでした。写真もこの2枚だけでした。さて、気分を取り直して石薬師寺から南下するように進みます。少し右にカーブし、樺野川に架かる樺川橋を渡り、左手に見えるのが石薬師の一里塚です。日本橋から102里目の塚となります。一里塚の説明板には、一里塚と気づかせ、その上に松とえのきを植えさせたとあります。この木は松ではなさそうなので、えのきってことでよろしいでしょうか。よろしいことにしときます。橋を左に進み、南下するように進むと、目の前には関西本線のガードがあり、これをくぐります。すると視界が開放されます。これは田んぼでしょうか。分岐点のところには進路を指し示す案内板が立っているので、迷うことはなさそうです。右に小野宿があることを教えてくれていますので、関西本線に沿うように西に進んでいきます。そんな時に田んぼの中を2両編成の電車が通り過ぎていきます。このような道をしばらく歩きます。これが6月頃とかだと田植えもされていて、景色もまた違ったのでしょうか。さらに小野宿には右折との案内があるので、関西本線の下をくぐっていきます。くぐった先も一面田んぼの景色となります。まだ田植え前の季節なので、一面灰色って感じですね。道幅は旧東海道って感じです。現代は国道やら陸橋やらで交通量も多く、騒音で賑やかな感じがしますが、当時はこれらのものは存在しないので、視界の景色や環境音は今とは全然違ったのでしょうね。国道が近づいてきました。再度国道1号線に戻ります。そしてここから1キロ程度進んだところが小野宿となります。石薬師宿は小さな宿場ながら、旅人たちの憩いの場として重要な役割を果たしてきました。今も旧道には歴史の面影が静かに残されています。次は小野宿となります。小野町西交差点に着きました。目の前は小野宿の入り口でしょうか。説明板があります。ここでは広重が描いた名作小野の白空と、その作品が描かれた場所について解説されています。小野宿は現在の三重県鈴鹿市に位置し、日本橋から約401キロ離れた45番目の宿場町となります。隣接する石薬師宿と同様、規模は小さく、四日市宿と関宿の間に挟まれた立地のため、宿泊する旅人は少なかったと言われています。当時通過する旅人のうち、実に3分の2が休憩のみで立ち寄っていたそうです。小野宿は1624年寛永元年に設置された東海道53次の中で最後に追加された宿場です。これによって江戸から京都までの53の宿場が完成しました。宿場には本陣が1軒、脇本陣が1軒置かれていたとのことです。現在の小野町は鈴鹿川に沿って走る国道1号線と JR 関西本線に挟まれています。古い町並みが点在しており、往時の面影を今に伝えています。小野宿には資料館があり、旧小林家市指定文化財の母屋の一部を創建当時の姿に復元して1998年平成10年に開館しました。ここには小野宿の本陣、脇本陣の文書、宿駅関係資料、日本画家のゆえ小林彦三郎氏の絵画や文書、さらに地域に残る民具や農具、日用品などが展示されています。入館は無料となっています。小野宿の本陣跡は現在小野町集会所となっています。石碑には本陣の敷地は229坪あったと刻まれています。本陣跡横の考察場には説明板があり、そこに当時実際に使われていた考察が小野宿資料館で展示されていることが記されています。休憩場所を求めて入ったのが川俣神社です。鳥居の入り口からは見えなかったのですが、中に入るとでっかいブロッコリーがなっていました。この木はスダジイといいブナ科の常緑広葉樹で、関東地方から西では普通に分布しているそうです。どんぐりがなる木とのことです。そしてこのスタジーは推定で樹齢400年、高さは11メートル、地上の幹回りが5メートルの巨木となっています。電池があったので
須田寺を目の前にしながら本日のホテル探しです。今回は亀山駅の近くで無事に予約することができました。明日の天気予報は広範囲で一日中強い雨が降るとの予報となっていました。さすがに土砂降りの中を鈴鹿峠越えするようなことはしたくないので、明日は休息日とし2連泊可能なホテルを選びました。川俣神社からすぐの場所に小野宿西口跡があります。日戸か見附あたりになるかと思います。京川の出入り口です。そして振り向くと京川からの小野宿の景色はこんな感じに見えるのですね。小野宿は規模こそ小さな宿場ですが、白雨の浮世絵や資料館、そして歴史を感じさせる巨木須田寺など心に残る風景に出会える場所でした。次は亀山宿となります。亀山宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約409キロ離れた46番目の宿場町となります。旧東海道はこの T 字路を右から来て奥に進んでいきます。この場所は江戸口門のあった場所で番所が置かれ、通行人の監視や警護に当たっていたそうです。亀山城下町の東の出入り口にあたる江戸口門にはかつて水堀や土塁門や番所が設けられ、通行人の監視や警備が行われていました。江戸口門をくぐると亀山宿に入ります。今の東町には本陣や旅籠問屋場がありましたが、現在はアーケードのある商店街へと姿を変え、当時の建物はほとんど残っていません。宿場であり同時に城下町でもあったため繁栄していたと言われています。しかし藩領内に幕府直轄の宿場が置かれていたため、参勤交代の大名たちは亀山宿での宿泊を遠慮する傾向がありました。そのため宿場の規模はあまり大きくならなかったようです。宿場には本陣が1軒、脇本陣も1軒置かれていました。江戸口門から京口門までの道は防衛のために七曲がりと呼ばれるほど複雑に折れ曲がっており、これは亀山城の外堀に沿っていたことが地図からも確認できます。商店街の中ほどに樋口本陣跡と書かれた木札が柱にくくりつけられている場所があります。ここが本陣の一つ、樋口屋本陣跡です。この本陣では東町の問屋場の役割も担っており、10日または20日ごとに西町の問屋場と交代していたそうです。商店街を進んでいくと江賀室小番前交差点の手前に左折の案内板があります。実はこの交差点の正面がかつての亀山城の大手門跡にあたります。考察板もこの場所にあり、説明板には考察のサイズが記されています。横6メートル、高さ 4.2 メートル、奥行き 2.7 メートルもあったそうです。交差点は左に曲がって進みます。旧東海道は左右にカーブしながら下り坂になります。坂を降りた先の交差点には東海道亀山宿と刻まれた石標が立っています。そのまま進んで少し上がったところには西町問屋バートンの案内板が見えてきます。10日または20日ごとに東町の問屋場と交代していたそうです。この辺りから町の雰囲気が変わり、旧東海道らしい趣のある町並みが続きます。西の丸は家臣の屋敷や藩校明林社が置かれていた重要な区域でした。この場所の外堀は東海道沿いに築かれており、防御と景観の両面で重要な役割を果たしていました。現在では亀山市による発掘調査をもとに復元された西の丸外堀を見ることができます。亀山宿を抜けてから野村一里塚までの旧東海道も昔の面影を残した街並みが続きます。野村一里塚は日本橋から105里目の塚となります。江戸時代に築かれた塚がそのまま残る野村一里塚です。この無垢の巨木は樹齢400年になるそうです。一里塚からしばらく歩くと旧東海道を JR 関西本線が塞ぐように横断しています。これを跨線橋で渡るとその先は大光寺縄手と呼ばれる道になります。かつては松並木が続く美しい道だったそうですが、現在は桜が植えられ、春には花が咲き誇る景観が楽しめます。通った時は満開のピークを終えていた状態でした。大光寺縄手の言われは、縄手とはまっすぐな長い距離のことです。大光寺縄手は東海道が約2キロにわたって鈴鹿川沿いに築かれた堤上を通り、東海道の縄手道では随一の長さとされます。この大光寺の地名はかつてこの地にあった大寺である六門山塩雲体光寺に由来すると伝えられています。旧東海道は
JR 関西本線の踏切を渡り、再び国道1号線に合流します。そのまま200メートルほど進むと、関宿の大きな案内看板が見えてきました。本日のゴールはもうすぐです。看板からさらに500メートルほど進み、本日のゴール地点、関宿東の追分に到着しました。追分の旧東海道側には、江戸時代にタイムスリップしたかのような美しい街並みが広がっています。ホテルに向かうため関駅まで移動します。歩道橋に関駅の標識がついています。目の前に JR 関駅があります。この駅は無人駅となっていますが、売店兼喫茶店があり、お土産やお茶をすることができるようです。到着した時間ではお店は閉まっていました。時刻表は1時間に1本程度の本数となっています。亀山駅まで移動するため電車を待ちます。構内アナウンスが流れ始めました。そろそろ電車がホームにやってきます。日の暮れた景色の中で電車の明かりが灯り、そして近づいてきました。この電車に乗って亀山駅まで向かいます。本日はここ関宿東の追分までとなります。ホテルは亀山駅にあるバッパホテルで予約ができました。今回は2連泊です。明日は1日中大雨の予報なので休息日とし、あさってに出発する予定です。おはようございます。本日13日目。本日の天気は予報通り大雨です。ホテルの窓から映る外は分厚い雲に覆われていて、一面灰色の景色となっています。窓を開けていると雨の降る音と車が雨水を弾く音が聞こえてきます。この雨の降り具合は映像で伝わるでしょうか。本日は休息日としてホテルを連泊しているので引きこもる予定です。昨日の夜にはこれらのものを買い込んでおきました。お菓子が大半です。引きこもる準備は万端です。本日外に出ないのは雨のせいもあるのですが、実は足がかなりダメージを受けていて傷んでいるためです。いつも歩いた夜はかなり痛みがありますが、朝になると痛みは軽減しています。そして歩き始めると痛みは感じなくなります。こんなことを毎日繰り返しています。今日は一日足を休めることに努めます。明日以降の行程のルート確認などに時間を使えるので退屈はしません。それにしても朝でも夕方でも外の景色はほとんど変わらずで、雨は夕方まで降っていました。夜になって雨は止んだので、ホテルの目の前にあったラーメン屋さんで夕食を済ませました。明日の天気は晴れ予報なので早朝から出発する予定です。おはようございます。本日14日目。昨日と打って変わって外の景色は快晴です。遠くの山もくっきりと見えて気持ちのいい朝です。昨日一日の休息で体力も回復しました。そして今日はここから見えている山を越えて滋賀県に入っていきます。旧東海道の三大難所と言われている箱根峠、佐与の中山峠、そして最後となる鈴鹿峠を越えます。さて本日の予定ですが、関宿東の追分からスタートし、坂下宿、土山宿、水口宿、石部宿を経由し手原駅前でゴールする予定です。ホテルからおとといのゴール地点である関宿東の追分までタクシーで移動します。この場所は東海道と伊勢別街道の分岐点で関宿の東の追分となります。鳥居をくぐると伊勢神宮へと向かうために南下する街道となります。ここから伊勢神宮の下空までは約15里、約60キロの距離となります。鳥居のすぐそばには常夜灯と一里塚があります。この一里塚は日本橋から106里目の地点にあたります。それではここから先に進みながらお話ししていきたいと思います。この関宿東の追分にある一の鳥居は伊勢神宮で実際に使用されていたものとなります。ここの追分に設置する時点ですでに40年活用されていた鳥居となります。桑名の七里の渡しバートの鳥居も伊勢神宮で使用されていた鳥居です。伊勢神宮では20年に一度式年遷宮が行われます。それに合わせて鳥居や神殿の柱も新しく建て替えられます。この追分にある鳥居はかつて伊勢神宮内宮の宇治橋内側に設置されていたもので、さらにその前は内宮正殿の胸持ち柱として使用されていた柱となります。
そしてここで使用されていた鳥居はさらに別のところで再利用されるようになっています。内宮正殿の胸持ち柱20年、宇治橋内側の鳥居20年、関の追分20年の順で利用されて、最後に各地の神社にて再利用されます。そして七里の私の鳥居の方は下空正殿の胸持ち柱20年、宇治橋外側の鳥居20年、七里の私バート20年の順で利用されて、最後に各地の神社にて再利用という流れになります。長い年月を経て多くの人々の信仰の場で役割を果たしてきた鳥居となります。さて話を関宿に戻します。関宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約415キロ離れた47番目の宿場町となります。この地は古くから三関の一つ鈴鹿の関が置かれ、都の防衛において重要な拠点とされてきました。残る2つの関は滋賀県の大阪の関、岐阜県の不破の関です。東の伊勢別街道と西の大和街道2つの街道の追い分けに挟まれた関宿は、伊勢参りや参勤交代商用の旅人が行き交い、1日あたり1万人が通行したとも言われるほどにぎわいました。本陣2軒、脇本陣2軒が設けられ、東海道の中でも特に栄えた宿場町でした。関宿は江戸時代の面影を色濃く残す町並みが魅力です。国の重要伝統的建造物保存地区に選定され、江戸から明治時代にかけての町屋が約 1.8 キロにわたって連なっています。この制度は以前通過した有松でも見られました。関宿の保存地区は小崎、中町、新庄、北浦の4つに大きく分かれ、それぞれ異なる表情を持つ町並みが残されています。北浦は旧東海道沿いではない地域のため今回は通らないエリアですが、街道北側の奥に位置し、寺社が並ぶ静かなエリアです。自然も多く落ち着いた雰囲気が漂っています。小崎の町並みは関宿の東側にあり、平屋や中2階の低めの町屋が多く、意匠は簡素ながら伝統的な景観がよく保たれています。関宿も旧東海道ならではの道の狭さに対して車の交通量が多いため、歩く際にはご注意ください。早朝を歩いているのでお店はまだ開いていませんので、関宿はひたすら歩きます。中町の町並みは関宿の中心に位置し、本陣や旅籠が集まる宿場の要所でした。建物は大規模で、2階には虫小窓や手すりが施され、華やかな街並みが特徴です。地蔵院の屋根と鈴鹿山脈を望む景観は特に美しいとされています。中町地区内の郵便局前に復元されている考察場があります。新所の町並みは関宿の西側にあり、東側は中町と連続した町並みを形成し、質の高い町屋も見られます。西側は小規模な平屋が中心で素朴で落ち着いた町並みが残っています。どちらのエリアも伝統的な意匠がよく保存されています。関地蔵院は天平13年741年行基菩薩の開創と伝えられる関宿切手の名刹です。関宿のほぼ中央に位置し、旧東海道に面して開放的な境内を持ちます。近郷の人々に加え、東海道を旅する人々の信仰を集めました。境内の本堂、首楼、愛染堂の3棟が国の重要文化財に指定されています。一番西側にある関公園の隣に西の追分休憩施設があります。関宿の京川出入り口には左に進むと大和街道で奈良方面、まっすぐ進むと東海道で京都方面となる西の追分となります。関宿を抜け、いよいよ鈴鹿峠を目指します。追分近くの道路標識には大津 63km、草津 48km、甲賀 27km とあり、中山道との合流する草津までもいよいよ 50km を切りました。目の前には周囲を山に囲まれた景色が広がり、旅もいよいよ山岳エリアに入ってきました。目の前に見える山は筆捨山と呼ばれ、標高が 289m あります。かつては岩根山と呼ばれていました。室町時代画家加納元信がこの山を描こうとしたものの、翌日には雲や霞で姿が変わってしまい描き足せず、筆を捨てたという逸話から現在の名がついたと伝えられています。坂下宿を描いた浮世絵の多くはこの山が登場しています。旧東海道は国道1号線から分岐し、山に囲まれた道へと入ります。曲がった直後には道の両サイドに民家が立ち並びますが、それはすぐに途絶えます。自然豊かなエリアで山に囲まれて自然を満喫しながら歩くことができます。ウグイスの鳴き声が穏やかな気分にさせてくれます。
さやもな香山峠を思い出します。民家はまばらに立ち並んだようにと姿を現します。横に流れている川は鈴鹿川となります。鈴鹿山脈の南端、亀山市と滋賀県甲賀市の境にそびえる高畑山。その山あいから静かに生まれ、数多くの渓流を集めながら東へと流れ出す川が鈴鹿川です。坂下宿周辺の鈴鹿川はまだ山あいの面影を濃く残しています。透明度も高い山の清らかな水が岩肌を削りながら流れ落ちていきます。川のせせらぎにはとても癒され、穏やかな気持ちになります。鈴鹿川は亀山市、鈴鹿市、四日市市へと川幅を広げながら、流れはゆったりとした表情に変わります。そして最の地に鈴鹿川は静かに伊勢湾へと注ぎ込みます。雄大な山から始まり、町を潤し海へ向かう鈴鹿川は、地域の暮らしと歴史そのものを映し出す静かで力強い一本の流れです。どうやらいつの間にか坂下宿に入っていたようです。関宿は江戸の風情がそのまま残された貴重な宿場町でした。伊勢街道との分岐点、保存された町並み、そして旅人を癒す自然、どれも心に残る景色でした。次は坂下宿となります。坂下宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約421キロ離れた48番目の宿場町となります。鈴鹿峠の東高にある宿場町で、峠を越える旅人で大変にぎわいました。もともとは峠寄りの片山神社近くに設けられていましたが、1650年慶安3年の大雨による洪水によって埋没してしまい、現在地へ移りました。宿としての規模は山間部にしてはかなり大きく発展していました。江戸時代には東海道53次のうち48番目の宿場町としてにぎわいを見せ、東海道の難所である鈴鹿通りを控えて参勤交代の大名家の宿泊も多かったそうです。江戸時代後半には本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠48軒を数える東海道有数の宿となり、東海道名所図会にはこの宿の本陣か広くして世に名高し、中略海道第一の大山たと記されるほどであったそうです。しかし1890年明治23年、関西鉄道の開通により通行者が激減したため、宿場としての役割を終えました。これによって山間の小さな集落と化してしまいました。宿の遺構もほとんど残っておらず、本陣跡等を示す石碑が残るのみとなっています。今の坂下は道幅も広く歩きやすい道が続いています。この日通りを歩いても人影はなく、静かな街並みが印象的でした。坂下の街は全体的に緩やかな上り坂になっています。少し進むと民家が途切れ、旧東海道は国道1号線と合流します。その後国道と500メートルほど並走し、再び旧東海道は右に分かれて山道へと入っていきます。この辺りから徐々に勾配がきつくなっていきます。前日に雨が降っていたため道の状態を心配していましたが、思ったより乾いていて助かりました。案内板が設置されているこの場所には洪水以前の旧坂下宿があったと伝えられています。かつてはこの地に111軒もの家があったそうです。坂道を登っていくと正面に片山神社が見えてきます。この神社は古くは鈴鹿明神、鈴鹿権現とも呼ばれ、縁起式にも記される式内社として古くから信仰を集めてきました。周囲の緑濃い自然が荘厳な雰囲気を漂わせ、神聖な土地であることを感じさせます。東海道の旅人から特別な思いで敬われたことがさまざまな旅日記に記載され、西国諸大名からも多額の寄進を受けました。この神社を左の上り坂を進むとすぐに国道1号線に合流します。右に進むと旧東海道の続きとなり、さらに斜面の厳しい道となっていきます。右の石畳の道を進みます。映像で伝わるか分かりませんが、かなりの斜面となっています。片山神社を過ぎたあたりから八丁27曲がりと言われる急勾配でつづら折りの険しい石畳の道となります。一丁が約109メートルとなるので、900メートル近くの石畳の道を登ります。途中国道1号線の橋桁の下を通過します。ここは手すり付きの舗装された道となり、その先の急な斜面に対しては階段となっています。この細い階段を登っていくと国道1号線の真横の少し開けた場所に出ます。そこには休憩ができそうなスペースがあり、ベンチが設置されています。ここでは歩みを止めずに先に進みます。
この先は階段となっているので、この階段を上がると芭蕉の区碑があります。今の時代でもこの斜面のある石段を登るだけでも一苦労なのですが、これを大名行列などのカゴを担いで登ったのでしょうか。登ったとしても相当乗り心地は悪かったのではないかと想像してしまいます。石段を上がっている途中では木が倒れていたりもしています。このような場所は下をくぐって通過します。そしてこの石段はさらに上へと続いていきます。石段が終わると峠の頂上まではもうすぐです。歩みを止めず進みます。杉林の中に一本の通り道ができているので、そこを通過します。緩やかな斜面に変わります。説明板や案内板が立っています。鈴鹿峠の頂上は伊勢の国三重県と近江の国滋賀県の国境となります。峠を越えて近江側に入ると急に視界は開けて、これまでの坂道が嘘のようになだらかな道となります。実際に鈴鹿峠を越えてみるとあっけなく越えることができたように思います。30分程度で峠を越えられたのではないかと思います。ここからはずっと下りなのが嬉しいです。峠の頂上から500メートル程度進むと国道1号線に合流します。峠から同じ距離だったとしても、三重側と滋賀側では景色の見え方も全然違いますね。三重の坂下の時は山に囲まれている感じでしたが、滋賀側はそのようなことを感じないです。緑の木が見える少し標高の高い場所というくらいの感覚です。国道1号線に合流してから新名神高速も過ぎて約4キロ進んできたところで、旧東海道は国道1号線から右に分岐します。旧東海道らしく道幅が狭くなります。街道端に向けて進みます。前方に橋と交差場が見えてきました。そこから先は土山宿となります。坂下宿は峠越えの要所として栄えた山あいの宿場町でした。今は静かな集落となっていますが、かつてのにぎわいを想像しながら歩くとまた違った景色が見えてきます。次は土山宿となります。土山宿は現在の滋賀県甲賀市に位置し、日本橋から約431キロ離れた49番目の宿場町となります。街道橋は1775年に土山宿の人々が資金を出し合い、幕府の許可を得て架けられた橋です。当時の橋は木橋で、それ以前はもう少し下流にあった板橋を使って渡っていたと伝えられています。現在の街道橋と交差場は復元されたものです。もともと交差場は少し先の田村神社の入り口横に設けられていました。この時期は桜の花びらに飾られた橋の上をこのような眺めのいい景色を見ながら気持ちよく渡ることができます。旧東海道は田村神社を目指して杉林の中を進みます。田村神社には鈴鹿の鬼を退治したとされる征夷大将軍坂上野田村麻呂が祀られています。平安時代の創建と伝えられ、厄除けの神様として多くの人々に信仰されています。毎年2月17日から19日に行われる厄除け大祭では10万人から20万人もの参拝者でにぎわいます。第二鳥居の前で左に曲がり、再び神社の方向へ向かいます。田村神社は近江の国滋賀県と伊勢の国三重県の国境に位置し、古くから伊勢参宮の重要な通過点でした。伝承では鈴鹿峠に現れる悪鬼を坂上野田村麻呂が平定したことから、その功績をたたえて公認3年812年に嵯峨天皇の勅命によりこの地に祀られたとされています。第一鳥居が見えてきました。旧東海道はこのまま直進しますが、国道1号線が横断しているため歩道橋で渡って進みます。目の前には道の駅愛の土山がありましたが、現在はリニューアル工事中のため休止中となっていました。休憩場所として当てにしていただけにただただ残念です。道の駅の裏手に生野公園があります。ここに土山宿の案内図が立っています。旧東海道のルートに対して本陣、問屋場、考察場などの跡地が描かれ案内されています。この宿場を訪れる方には参考になる情報源かと思います。平安時代初期の東海道は蘇我川沿いに東進して柘植を通っていました。これは今の草津線で柘植に向かい、関西本線に乗り換えて関に向かうルートと同じでしょうか。また886年に鈴鹿峠を越えて伊勢に向かう浅葉道が新たに開かれ、土山にも街道が通ることになりました。そして徳川家が1601年に東海道に御天満の定を交付して土山を宿駅に正式に指定しました。49番目の宿場として難所の鈴鹿峠を東に控え、
また宿場の西からは北国越津集う五大山街道が分岐しているため、多くの旅人でにぎわいました。そして明治になると土山は鉄道路線からも外れてしまい、それまでのにぎわいもなくなります。しかし地域の人々は宿場の保存に今も努力をされています。跡地についても石柱や解説板などについても他の宿より多く設置されているように感じます。そして街並みには昔から現代に至るまでそれぞれの時代の歴史が積み重なっています。そうした長い年月の中で育まれた建物や風景がうまく調和し、今ではとても趣のある景観を形作っています。土山宿本陣跡は大名などが宿泊した上段の間や宿帳などが当時のまま残されている。事前予約すれば見学が可能とのことです。かつては本陣が2軒あり、脇本陣は設けられていなかったようです。江戸時代の東海道は赤線のルートとなっていました。松尾川、現在の安川には橋はないため、川は船で対岸へ渡ります。青線は現在の国道1号線となります。現在は松尾川の渡し案内板のところに旧東海道の先が通行止めになっていることが書かれた案内板が立っています。国道1号線の橋、白川橋から見た松尾川の渡し方面です。松並木と呼ばれていたところには松の木が1本だけ立っていました。1本ですが立派な松の木です。先ほどの白川橋から約4キロ進んだ地点に土山町央の交差点があります。交差点の道路標識を見ると大津 43km、甲賀市街 7km となっています。数字を見ると確実に京都までの距離が縮まっていることを実感します。水口宿まであと約 3.5km のところに東海道土山今宿と彫られた大きい石碑があります。ここは愛の宿とかだったのでしょうか。ここから旧東海道は左方向に国道1号線から分岐していきます。そして分岐に入ってすぐのところに水口宿と書かれた大きい柱が立っていましたが、水口宿の東見附はまだ3キロは先となります。土山宿は鈴鹿峠の麓に広がる歴史深い宿場町でした。厄除けの信仰豊かな自然、そして人々の保存への思いが今も息づいています。次は水口宿となります。水口宿は現在の滋賀県甲賀市に位置し、日本橋から約442キロ離れた50番目の宿場町となります。この坂を登ったところに東海道水口宿と書かれた門があります。ここが水口宿の見附があった場所のようです。見附とは宿場の出入り口に設けられた木戸や番所などの施設で旅人の往来を監視する役目を担っていました。水口宿の見附は宿場の出入り口というだけでなく、城下町水口の防衛線としても重要な意味を持っていたと考えられています。江戸から京都へ向かう旅の終盤にあたり、鈴鹿峠を越えた後の重要な休憩地として栄えました。またこの地は室町時代から鈴鹿峠を越えて伊勢に通じる伊勢往路が通じていたことからも物資や人の往来が活発でした。江戸時代には徳川幕府によって整備された宿場機能に加えて水口藩の城下町としても発展しました。特に特徴的なのは水口城の存在です。水口藩の成長であり、東海道沿いでは珍しい城と宿場が一体となった町であったことが水口宿の個性を際立たせています。最初の分岐地点となります。ここには考察場が設置されています。左の道が旧東海道となるので左に進みます。また宿場内には本陣、脇本陣、旅籠などが整然と配置され、交通と政治の両面での拠点として重要な役割を果たしていました。2つ目の分岐地点は右側が旧東海道となります。現在も古い町屋や石畳の道など当時の面影を残す場所が点在しており、歴史と城下町の雰囲気を味わえる趣のある宿場町です。これは本町のからくり時計です。9時、12時、15時、18時に動くそうです。1585年天正13年に豊臣秀吉の家臣が軍事用の拠点として古城山に水口岡山城を築きました。これを築くと同時に城下町も整備し、水口宿の原型が作られたとされております。三筋の町とも言われる3本の道はこの時整備されたものとなります。1本の道が3方向に分かれ、さらに1キロほど先で再度1本に集約される道となっています。そしてこちらは三筋の辻からくり人形時計となります。本町と同様に
9時、12時、15時、18時に動くそうです。ここ三筋町と本町のからくり時計は水口祭りの引山を模したものだそうです。そしてここで3本の道が1本に合流します。ここには小さい橋があります。石橋とのことです。ここ石橋の場所は江戸時代初期はここが京口とされていたそうです。水口宿の出入り口です。水口はこの石橋を境にして水口岡山城の城下町として整備された伊東と寛永以降水口城の築城などに伴って発展した伊勢に大きく分けられます。大海鉄道本線の踏切を渡り5分ほど歩いたところに案内板があります。水口城天皇功績とあり進路の案内図が示されています。もともと直進だった東海道が築城されたことによって迂回する道となったようです。そしてここには水口城の日和教の木戸が置かれ天皇駒帝と呼ばれていた場所とのことです。次に旧東海道を進むと小坂の水口関が見えてきます。この水口関は東海道に面した小坂町の曲がり角に伝えられる大石だそうです。力石とも呼ばれたそうです。ここを西方面に曲がります。水口関から進んだ突き当たりのところに一里塚跡があります。日本橋から113番目で約444キロの距離となります。水口宿の案内板がありました。赤いラインが旧東海道です。このルートを進んできました。最後に西見附跡があるみたいです。一里塚からすぐのところに水口宿西見附交差点があります。この交差点を西方面に曲がったところに西見附跡の説明板が立っています。水口宿の出入り口となります。江戸時代初期までは石橋のところが京口でしたが築城後にはこの場所になったようです。西見附跡を過ぎると旧東海道の景色はこのように変わります。建物が少なくなり周囲が開けて遠くがよく見えるようになります。宿場を歩いてきた後にこのように開けた場所を歩くのも開放感を得られた感じで気持ちがいいです。しばらくはこのような景色が続きます。ここは旧東海道横田渡る跡で鈴鹿山脈に源を発する安川はこの辺りで横田川と呼ばれてきました。左手にはとても大きな常夜灯が立っています。伊勢山宮や東国へ向かう旅人はこの川を渡らねばならず室町時代の資料にも横田川橋の名が見えています。江戸時代では幕府の管轄下に置かれ通年の架橋は許されず10月から2月までの間は土橋をかけて通行させ3月から9月の間は4隻の船による船渡しとさせたようです。現代は少し下流の県道13号に横田橋がかかっているのでそちらを通ります。徒歩ですと少しばかり面倒です。横田橋の歩道は下流側のみの設置のため一旦歩道橋を上り道の反対側に移動してそこから朝国交差点の信号を渡り橋に入ります。この橋の歩道を渡っていた時は下校の時間だったのか自転車に乗った学生さんが多かったです。この川の下流の先は琵琶湖となります。この橋を渡った後には JR 草津線の三雲駅方面に向かいます。駅前に旧東海道が通っています。三雲駅から旧東海道を進み最初の踏切を渡ったところに案内板が設置されていました。時間に余裕があればこのマップのおすすめによるのも楽しいでしょう。この通りの近くで楽しみにしているところがあります。三雲駅から厚生駅までの間にあります。それは旧東海道にかかっている橋となります。この旧東海道の上を川が流れています。天井川です。天井川とは川床が周囲の平地よりも高い位置にある河川のことで奈良の仏教寺院や石山寺の造営時この辺りの木々が切り倒されて萩山となり大雨ごとに土砂が流れ川底が上がり天井川になったと言われています。明治の東海道の整備時にこの天井川に隧道を掘って明治17年に県下最初の道路トンネルとして大佐川の隧道が築造されました。大佐川の隧道から15分程度進んできたところに一里塚があります。夏見一里塚で日本橋から115里目の塚となります。日本橋から約460キロとなります。明治19年には大佐川の隧道から 1.5 キロほど進んできたところに由良谷川隧道も築造されています。そしてこちらが由良谷川隧道です。由良谷川隧道もそうですが石造アーチが作り出す構造美がすごくいいですね。もう間もなく石部宿に入ります。水口宿は城と宿場が一体となった歴史と個性あふれる町でした。
かつてのにぎわいと城下町の風情が今もそっと息づいています。次は石部宿となります。目の前に説明板があります。ここは石部宿の東の見附跡となります。見附とは万平が通行人を見張っているところとなります。ここから石部宿に入ります。石部宿は現在の滋賀県湖南市に位置し、日本橋から約455キロ離れた51番目の宿場町となります。現在の石部宿跡には本陣跡や街道の面影を伝える石碑復元された旅籠風の建物などがあり、当時の雰囲気を感じられる場所として整備・保存されています。見附から10分ほど歩いてきたところに石部中央交差点があります。ここには石部城跡、考察バート、問屋バート等の説明板が立っていました。今日朝立つと夕方には石部に到着することから、今日たち石部泊まりと言われ、今日からの旅人の最初の宿泊地だった石部宿となります。また江戸から京方面へ向かう旅人たちにとっては終盤の休息地として重要な役割を果たしていました。宿場には本陣が2軒で脇本陣は0軒とのことです。西の見附跡があります。石部宿はここまでとなります。空には重たそうな雲が広がっています。天気予報を見ると石部や草津のエリアはこれから雨が降る予報になっています。なんとか持ちこたえてくれると嬉しいのですけど、西見附跡から500メートル程度進んできたところに西縄手と呼ばれた場所があります。この場所は石部宿内に入る前に大名行列が整列をした場所です。原井宿にも同じような役目を持った大花跡がありました。現在は休息所も兼ねた公園になっています。そして縄手を通過し、国道1号名神高速道路を通過すると周囲は旧東海道の街並みらしい景色に戻ります。道幅も狭くなり、両脇の建物が近づきます。そして車両に注意しながら歩きます。目視する分にはかなり暗くなってきています。そしてさらに進んできたここ六地蔵は草津宿と石部宿の間の宿として栄えてきました。このエリアに入ると街並みがタイムスリップしたような古い街並みの景観になったような感じになります。現代風なデザインの建物が極端に少ない、もしくは周囲に溶け込んで目立たないようなデザインにしているように思えます。そして左手に古く大きな建物が見えてきました。旧和中さん本舗の大隅家です。ここは旅人に和中さんを売っていました。和中さんとは家庭用漢方薬の一種で、食あたりや初期あたり、風邪などに効果があるとされていました。またここでは公家大名などが使用する休憩所も務めていたとのことです。徳川家康が腹痛を起こした時にこの薬を服用したちまち回復したことから、家康がその薬の名前を和中さんと付けたと言われています。大隅家住宅は国指定重要文化財、大隅指定園は国指定名勝となっています。そして大隅家の近くに六地蔵一里塚跡があります。ここは日本橋から118里目の塚となります。一里は約4キロなので約472キロとなります。ゴールまでもうすぐです。六地蔵一里塚跡あたりからついにポツポツと雨が降ってきました。一里塚から20分ほど歩いてきたところに立派なお屋敷みたいな建物に目を引かれていたら、家の前に手原醤油顕彰碑が立っています。これによると、この3代目と4代目と続いた兄弟の藤五郎さんは家業の醤油醸造を営みながら、3代目のお兄さんは明治維新後に区長や県会議員を務め、そして栗田銀行を創設し、4代目の弟さんは家業をさらに発展させながら手原駅開業に協力するなど地域への経済発展に貢献された方々とあります。家業を発展させながら地域にも貢献ってすごいですね。草津宿までを本日の目標にしていましたが、雨が強くなってきました。そしてこの雨はしばらく降り続く予報であることと、すぐ近くに駅があるので本日はここで終了することにしました。すぐ近くの手原駅から電車に乗って本日のホテルまで移動します。今日の宿泊先は草津のホテル21に予約することができました。明日はここ手原駅から再開します。おはようございます。本日15日目、天気は曇りです。昨日の終了地点である手原駅まで移動してきました。大津、京都方面は昼間や午後は雨予報になっています。さて本日の予定ですが、手原駅からスタートし草津宿、
大津宿を経由し、ついに三条大橋でゴールをする予定です。手原駅から30分ほど歩いてきたところに一里塚があります。目川一里塚跡で日本橋から119里目となります。一里塚から5分程度歩いてきたところに田楽発祥の地となる立場跡茶屋があったそうです。名物の豆腐田楽は固めの豆腐を串に刺して砂糖やみりんなどで練った味噌をつけて焼いたものとのことです。かぶらや大根の葉を細かく刻んで薄い塩味で炊いたご飯に混ぜたなめしとともに目川田楽の名でセット販売されていました。田楽発祥の地から5分ほど歩いてきたところに周辺の案内図があります。岡ほっこりマップとの案内図です。現在地が記してあります。ここからは14番、15番、そして7番の方へ旧東海道を進んでいきます。先ほどのマップの15のあたりです。東海道新幹線の高架橋近くとなります。空は晴れていますが、周囲には嫌な感じの雲もたくさんあります。気温は低めで少し寒いくらいの気温です。朝方まで雨が降っていたので地面はまだ濡れています。そして今この高架橋を新幹線が通過しています。新幹線の屋根だけが見えます。さてここから先に進んでいきたいと思います。国道1号線に近づくと旧東海道はその手前で土手を登るルートに誘導されます。この通りは車やオートバイは通れないので安心して歩くことができます。昔ここには草津川が流れていました。草津川は天井川だったため国道は草津川の河床の下にトンネルが建設されました。天井川とは川底そのものが周りの土地より高くなった川のことを言います。川に流れる土砂が多い川では堤防を建てると土砂がたまり川底が上昇します。今度は洪水から周囲を守るために堤防を高くします。すると土砂がたまります。堤防を高くします。これを繰り返した結果、川が周囲の地面よりも高い場所を流れるようになってしまいます。2002年に新たに作成された草津川放水路と草津川を付け替え工事が完成し、その後トンネルは撤去され草津宿橋が架けられました。この付け替え工事をするまでは国道および少し西側の東海道本線の上を草津川が流れていたことに驚きです。そしてこの橋を渡った少し先が草津宿の入り口となります。石部宿は京都に近い宿場として旅の終盤を彩る落ち着いた町でした。六地蔵の薬屋や大名の整列場所など旅人を支えた歴史が今も残っています。次は草津宿となります。草津宿は現在の滋賀県草津市に位置し、日本橋から約465キロ離れた52番目の宿場町となります。草津宿橋からは目と鼻の先ほどの距離にある場所に草津宿江戸口の出入り口となる道標が見えてきました。火袋付き石像道標とのことです。この石柱には右金正寺信楽道、左東海道伊勢道と彫られています。草津宿は歴史が古く、平安時代から東海道と中山道との分岐点として栄えました。京都、大阪方面からの人々だけでなく、北陸や中山道経由の旅人や物資も集中するため、戦略的にも経済的にも重要な宿場でした。宿場の整備は慶長6年1601年に徳川家康によって本陣、脇本陣が設けられたことに始まり、最盛期には旅籠が70軒以上を数えたとされます。本陣は現在も草津宿本陣として建物が保存・公開されており、国の史跡にも指定されています。京側から来た旅人は中山道との分岐点となる追い分けとなります。ここには火袋付き石像道標が立っています。これと同じデザインの道標が旧東海道の草津宿の入り口に立っていました。東海道と中山道の追い分けに石造りの道標があり、右東海道伊勢道、左中山道美濃路と文字が刻まれています。ちなみに中山道海の字は中山道と美濃路となります。美濃路は東海道の宮宿熱田から中山道の垂井宿までを結ぶ街道となります。右のトンネルから来ている道が中山道となります。考察バートもトンネルの真横に復元したものが設置されています。東海道と中山道はここで合流し大津へと進みます。追い分けからすぐのところに草津宿本陣があります。宿場の本陣は現存する建物としては二川宿とここだけとなります。田中本陣が資料館として公開されています。この本陣は敷地
2315坪、建坪288.5坪、部屋数41余りもあり、国の史跡に指定されています。2025年4月1日から一般公開再開されましたが、通過した時間が早かったためまだ営業開始していませんでした。追分から10分ほど歩いてくると黒門跡があります。京型の入り口である宮町と八倉村との境には1817年文化14年には黒門が設置されており、宿内街を境とする施設として存在していたようです。つまりここに京川の見附があったとされています。この黒門は幕末期に草津宿役人を務めた駒井与左衛門の記録に基づけば、もともとは宮川に架けられた宮川橋の南詰にあった見附の石垣の上に建てられていたものが、石垣が壊れたため八倉村境に移築されたとのことです。追分から20分ほど歩いてきた場所に八倉立場がありました。立場は宿場間に設けられた人々が休息する場所となります。この立場では乳母が餅が名物だったそうです。そしてこの立場では対岸の大津までを船で渡る矢橋の渡しへの矢橋道との分岐点でもありました。旅人の多くはここで東海道を瀬田橋回りで行くか、矢橋道を経て矢橋の渡しで渡るかを思案する場所だったそうです。木曽川回れの語源になったところと言われています。船を使用すれば早いのですが、湖上が荒れて船が出なかったり、風待ちなどがある矢橋の渡しを利用するより、回り道でも瀬田橋を使用した方が着実であることから、成果を急ぐなら遠回りでも着実な方法を取る方が良いことを指南したものとなります。休憩を考えていたらちょうど良さげな場所がありました。屋根とベンチもセットになっていて小休憩にちょうど良いところです。湧き水もあり、小さいなりにもきれいに整備されていて居心地がいいです。ここは野地の玉川とも萩の玉川とも呼ばれて、古くから名勝地として知られた日本六玉川の一つとのことです。萩の名所でもあったそうです。一里山2丁目北交差点に一里塚の石碑が立っています。大ヶ谷一里塚跡となります。日本橋から121里目の塚となります。塚は消滅しましたが石碑が残っている一里塚です。そして一里山と地名にもなっています。一里塚の信号を渡ったところで京都方面を撮影してみました。こちらの方向が京都方面となるのですが、まだ天気は良さそうです。昼頃には雨の予報になっていますが、予報は当たらないでほしいものです。目の前に見えている信号機、一等式信号が設置されている交差点を左に曲がります。草津の追分からはほぼ道なりに旧東海道を進んでくることができましたが、ここで90度左折してルートは南下していきます。曲がった先の道には左側にグリーンベルトが設置されています。グリーンベルトは歩道のない狭い道路の路側帯に緑色のカラー舗装を施し、ドライバーに視覚的に注意喚起をするエリアとなります。さて、旧東海道は2車線の道路に合流します。今向かっている次のポイント、瀬田の唐橋は琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川に架かる橋となります。瀬田川は宇治川、淀川と名前を変えながら大阪湾へと流れます。前方の左手に道路標識が見えてきました。これを見ると目の前の交差点を右に曲がると大津方面とのことです。進路を右に進みます。右に進んできたところの左上にまた道路標識がありましたが、前方を見てみると橋のようなものも見えてきました。どうやら瀬田の唐橋に着いたようです。瀬田の唐橋は最古の橋、ことわざや伝説、歴史にも深く関わる由緒ある橋です。京都の宇治橋、山崎橋と並び日本三古橋の一つにも数えられています。瀬田の唐橋は1000年以上も前から存在しています。この橋が関わることわざは八倉立場でお話しした急がば回れですね。そしてこの橋にまつわる有名な伝説として平安時代の武士俵の淘汰藤原秀里が登場します。淘汰は琵琶湖に住む龍神からの依頼で三条山に住む巨大なムカデを退治したとされています。見事にムカデを仕留めた功績により淘汰は龍神から米や絹金銀などの財宝を授けられました。この出来事は淘汰がムカデ退治の英雄、さらには武士の始祖と称えられるきっかけとなり、今も橋の周辺には彼を偲ぶ像や石踏みが建てられています。また瀬田の唐橋は唐橋を制する者は天下を制すとまで言われるほど京都への軍事交通の要所として知られています。実際に
壬申の乱671年、宇治川の戦い1184年、承久の乱1221年など数々の戦乱の舞台にもなりました。本能寺の変1582年では織田信長を倒した明智光秀が安土城へと攻め込ませないためにと、信長の家臣山岡兼高が唐橋を焼き払ったこともあります。その後豊臣秀吉によって橋が再建されています。1924年大正13年に木造だった瀬田の唐橋は鉄筋コンクリート製に架け替えられます。その後交通量の増加と老朽化に伴い1979年昭和54年に再び架け替えが行われ、現在の姿となっています。この橋は近江八景の一つである瀬田の関所としても知られる滋賀県内有数の観光名所となります。瀬田の唐橋を渡りしばらく北上したところの大津湖岸渚公園で少し休憩です。景色も良くて休憩するにはいい場所です。遠くに見える橋は近江大橋で、その左に見る大きな建物は琵琶湖大津プリンスホテルです。歌川広重の浮世絵近江八景のうち淡津青蘭で描かれた場所の近くとなります。実際の場所は西側に200メートルの旧東海道沿いになります。草津宿は東海道と中山道の分岐点として旅人を導いた交通の要衝でした。乳母ヶ持に立場黒門や矢場瀬の渡しなど多くの選択と出会いが交錯した町でした。大津宿には瀬々城瀬田口総門跡の石碑を通過し、天智天皇の頃の創建と伝えられている岩井神社を通過、そして瀬々城北総門跡の石碑を通過すると大津宿は目前です。次は大津宿となります。目の前には本陣跡の石碑が立っています。大津宿では本陣が2軒、そして脇本陣は1軒だったようです。当時の本陣は3階の楼上からの琵琶湖の眺めが絶景だったと言われています。北側には京阪京神線が路面上に出てくるポイントが目の前にあります。そして進行方向になる南側にはすぐ隣に明治天皇がご休憩されたとする明治天皇聖石碑が立っています。東海道53次の旅もついにここ大津宿が最後の宿場となります。大津宿は現在の滋賀県大津市に位置し、日本橋から約480キロ離れた53番目となる東海道最後の宿場町となります。ここ大津宿は日本海側から京に運ばれる物資が琵琶湖水運を使用して集まったことや、さらに宿場に制定されたことで旅籠や人口の数が東海道最大の宿として発展しました。ここは道の右側を歩いていないと気づかずに通り過ぎてしまいそうなのですが、京阪京神線が東海道本線を越える場所にレンガ造りで重厚な佇まいの跨線橋が建てられています。下のトンネルを通るのは JR 東海道線、跨線橋の上を京阪京神線が通っています。そしてこの跨線橋には2つの名前がついています。 JR では上関寺隧道といい、京阪では蝉丸跨線橋と言います。この跨線橋は1921年大正10年に作られました。レンガの風合いが素晴らしいです。話は変わりますが、この旅をするきっかけをお話ししたいと思います。最初はこのような旅をすることは全く考えていなかったのですが、この旅をする3ヶ月ほど前から運動不足を解消するためにウォーキングを開始していました。最初は毎日の日課として5キロ、そして10キロと伸ばし、さらに週に一度は20キロあるいは40キロを歩いていました。40キロのウォーキングを数回こなせるようになった時に、歩いて旅するならどのような歩き旅がいいかを考えるようになっていました。せっかくならひたすら歩き続けて少し無茶ぶりな要素があるような旅をしてみたいと考えるようになり、最終的には旧東海道を歩くことにたどり着いたという感じです。そしてその勢いのまま旅の準備をし、今日に至っています。8キロ近いバックパックを背負って長距離を歩くのが正直辛いとこです。雨も強くなってきて、トンネルで雨に濡れずに抜けられるのかと勘違いして向かった場所が旧大阪山隧道東口です。県道から20メートル程度の距離なのですぐの場所です。トンネルは10メートルほど先で塞がれています。この隧道は日本人の技術者技能者が主体となって設計施工を行った我が国初の山岳隧道で、1880年に竣工したトンネルなのだそうです。しかもこのトンネルは掘削に携わったのが生野銀山の鉱夫たちで、なんとノミやツルハシを使った手作業でトンネルを掘り切ったと言われています。東海道線の新ルート開業に伴い
1921大正10年にその役目を終えました。さて、気を取り直しながら京神線を左手に国道1号線を進みます。坂道になっているので登っているが正しいです。大阪山関跡まで上り坂となります。大阪の関は古代から福井県の愛発の関、岐阜県の不破の関、三重県の鈴鹿の関で三元と呼ばれていました。都を守るために特に重視された関の総称となります。その後福井県の愛発の関から滋賀県の大阪の関に変わりました。実際に関のあった場所は少し江戸川に戻った長安寺の近くであったとされています。そして前に見えてきた信号の横断歩道を渡った右あたりが大阪山関跡となります。強めに降ってきている雨に気を取られてしまい、ここは通過してしまいました。そして横断歩道を渡ったその先の道が200メートルほど旧東海道だったのですが、まっすぐ進んでしまいました。国道1号線の487キロポストです。日本橋から487キロ地点です。映像だと見えにくいのですが、雨って雨がかなり降っています。そして進行方向に向かって歩いている国道1号線の右側には京阪京神線、さらにその右が名神高速道路です。高速は壁があるのでトラックの屋根が見える程度です。雨の強弱が激しく、長時間の予報でもないためレーンウェアを着ないで雨宿りでしのいでいます。時には木の下で雨宿りして、そして時には軒の下で雨宿り、また時には立教の下で雨宿りです。なんだかこうして雨宿りしながら歩くのも楽しくなってきています。そして小雨に濡れつつも追分駅の手前で国道1号線から旧東海道は左に分岐します。左に進んですぐのところに追分があります。ひげ茶屋追分は右に進むと東海道で京都方面へ、左に進むと奈良街道で宇治方面への追分となります。この追分を右側に進んでいきます。追分から500メートルほど進んだところで再度国道1号線に合流です。左手に進んだところで京都府京都市に入りました。ついに京都です。でも徒歩ではこの先は進めないので、少し後ろにある歩道橋で右側に渡ります。どうやらこの歩道橋が旧東海道になっているみたいです。歩道橋の上から周囲を見るとまだ黒い雲が目立ちますが、京都方面は晴れ間が広がっています。このまま雨が止むことを期待します。ここに久土間石についての解説板と実物の一部がありますが、この先で久土間石について再現している広場があるので、そこで簡単にお話しします。三条大橋へと残り4キロを切ったあたりで緩やかな上り坂から始まって、そしてきつめの上り坂になりました。この日の岡の峠道は昔はもっときつく難所の一つだったそうです。峠の頂上を掘り下げて、その土砂を坂道に敷いて緩やかな勾配にするなどして、1738年元文3年に改修し改善をしたとのことです。すごいです。旧東海道が国道1号線に合流したところに車石が再現されている広場があります。江戸時代大津港に荷揚げされた物資を京都まで牛車で運ぶ際、ぬかるんだ土道で車輪が埋まるのを防ぐため、文化2年1805年に大津から京都三条までの約 12km にわたり車石と呼ばれる花崗岩の石が2列に敷かれました。石には車輪用の溝が掘られ、牛車の通行を円滑にし、通行の安全のために歩道と車道も分けられていました。また道幅の都合で午前は京都行き、午後は大津行きと時間帯による一方通行が行われていました。車石は現在も一部が残されており、当時の交通と土木技術を伝える貴重な文化遺産となっています。上り坂はまだまだ続きます。この地は東国から都への交通の要衝であり、粟田口に位置しています。ここは東海道の最後の難所、日の岡峠に続く高みで粟田口峠と呼ばれていたそうです。明治以降は日の岡峠と呼ばれているそうです。そしてこの都と郊外の境界に位置するこの地には公開処刑場が設けられていました。江戸時代には粟田口刑場としてこの地で貼り付け、獄門処刑が行われました。この処刑場は江戸時代前から機能していたとも言われ、江戸後期の廃止されるまでに約1万5000人が処刑されたと伝えられています。三条大橋まで目と鼻の先まで来ているのですが、少し寄り道をします。欅駅から南禅寺へ向かう際に
便利な歩行者専用のトンネルがあります。ねじりマンポと呼ばれ、上部を通るインクライン傾斜鉄道と斜めに交差する形で掘られており、内部のレンガは強度を確保するために螺旋状ねじれに積まれています。そのため天井が斜めにねじれた独特の構造となっており、明治時代の土木技術を伝える貴重な遺構です。赤レンガの外観と内部の複雑な構造はとても印象的で、秋には日差しによる美しい陰影も楽しめるそうです。そして早朝には人も少なく、京都らしい静けさと風情の中でゆったりと歩くことができそうです。トンネルを抜けてこの道を進むと南禅寺にたどり着きます。目の前にはレンガの構造物が視界に入ってきます。南禅寺の境内にある水路閣は1888年明治21年に建設された琵琶湖疎水の水路橋で、レンガと花崗岩で作られたアーチ型の美しい建造物です。南禅寺の厳かな景観に溶け込むよう配慮されたデザインで、全長約 93.2 メートル、高さ約9メートルと堂々たる姿を誇ります。そして水路閣の上部には今も毎秒2トンの水が流れ、京都市内へと水を供給し続けているそうです。レンガ造りのアーチが連なる橋脚はノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。国外から多くの観光客が訪れていました。朝の静かな時間帯は人も少なく落ち着いて散策ができそうです。そういえばこんな感じで某アニメのオープニングにも使われていましたね。元の場所に戻ってゴールの三条大橋に向かいます。蹴上交差点を西に向かって進みます。ついに見えてきました。三条大橋です。あと100メートルほどの距離です。目の前の三条大橋交差点を目視しながら進むのも少し複雑な気分です。実際に目の前にゴールが見えると嬉しい気持ちは当然なのですが、まだゴールしたくない気持ちも生まれてしまいます。そしてついに三条大橋に到着いたしました。横断歩道を渡り三条大橋です。自分の足で京都まで歩いてきました。実際に徒歩で日本橋から京都まで歩いてこれるものなのだと満足な気持ちでいっぱいになります。そしてこれが鴨川ですね。そしてこの三条大橋で目視で確認したいものがあります。新選組の池田屋事件の乱闘の際についたとされている刀傷が橋の擬宝珠についているらしいのです。確かに傷跡らしきものがついていますね。見ることができて満足です。さて日本橋から始まりました旧東海道の旅もついに終点三条大橋に到着いたしました。歩いてきた約 500km の道のりは歴史と文化、そして風景の宝庫でした。この旅を通じて江戸時代の旅人たちの足跡をたどり、同じ道を歩くことで感じたものがたくさんありました。そしてこの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。